チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。いつも配信来ていただきありがとうございます。本日はですね、なぜ高市総理に反対を表明すると反日呼ばわりされるのかということで、総選挙がやるということなんですけれども、まず、アメリカとパレスチナの話をして、その後高市政権選挙の話、中道改革その他の話をしようと思っております。トランプと高市を比較しつつ、なぜ高市総理に反対すると反日呼ばわりされるのかなど、ポピュリズムの観点から、考えてみたいと思っております。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱います。またカラスマ配信中、緊張や配信で思わず払ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりしているつもりはございませんのでよろしくお願いします。あとチャットやコメントでの書き込みは自由にしていただいて構いませんが、差別や誹謗中傷はおやめください。ということでですね、皆様来ていただいてありがとうございます。音花風花さん、しょうがさん、ペタさん、ケイトさん、江戸川ポーさん、ミニラトルさん、サリーさん、つばきさん、マヤイフさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。高市首相でやることであなた反対なんですが、反日ですね、監視させていただきますということで、はい、大丈夫です。江戸川ポーさんも含めてですね、この私の配信に来ているですね、わずか 19% ぐらいしかいない反対派の皆さんはみんな監視対象なので、あと杉田水脈が出馬する話をちょっとやろうと思っておりますが、はい。いやー、しかし終わってますね、本当にね。本気で比例でまた公認する気なんですね。すげえなと思います。確かに石破さんでさえ公認したんですけど、私は反日極左売国度です。反日呼ばわりされるのが大々名誉になってきたということですね。反大日本帝国の略で反日。そうですね。時期通りにとればね、要は反日っていうのはそういう意味ですからね。いいんですよ。抗日運動家ですよ。我々みんな。はい。こんなことが分かり通る国なら反日でいいです。はい。杉田なんですが、ですね、今速報で入ってきたんですけど、ですね、大阪衆院5区から擁立されるそうです。おそらく比例名簿にもまた書かれると思います。はい。信じられないですよね、本当に。いい加減にせえやとしか言いようがないですね。はい。ただ、最終的にはこれが多分高市さんの弱点にもなってくると思うんで、ちょっとそういう話もしようと思ってます。自民党クソですね。本当に。もう開いた口が塞がらないわという。何なんでしょうね。でも石破さんの時にさえ出てきたからね、ちょっとほんとギョッとしたんですけど、何があるんでしょうね、彼女にね。あんなに見事に落選したのにね。はい。ということで、裏金議員の話なども少ししますが、今日の配信につきましても、パレスチナとトランプ、高市さんの話、中道連合対左翼ということで、ちょっと最後不穏な内容になると思うんですけど、この順番で話していきたいと思いますんで、Google ドキュメントでよかったらリンク先も見てみてください。しかも大阪ですからね。何考えてんだ、本当に。なんで自民党はこだわるんでしょう。参政党に移籍するならわかりますよ。いつ行ってもおかしくないって言われてたし、でも自民党にしがみついてたじゃないですか。ずっと参政党から参院選出るって言われてたのに、梅村みずほだけみたいに裏切らなかったわけですよね。大阪5区に何があるっていうんだっていう。でもどうなんでしょうね。本当維新にぶつけてるってことは勝たせる気はないのかかし候補なのか。でもそれなりに比例票をやっぱ集めちゃうと思うので、それが嫌ですね、本当に。はい。ナミさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ということでですね、早速気が重くなってきたんですけれどもはい、まずはですね、パレスチナとトランプの話をいつも通り最初にやろうと思っております。ガザのテントの中心からあなたに訴えております。私のテントは引き裂かれ、服は大雨と強風でボロボロになりました。寒さは厳しく、私たちの状況はとても厳しいです。あなたの助けが必要です。ということで、ちょっと私も支援少しさせていただいているガザのアジーズさんなんですけれども、いつもこういうですね、具体的な状況を写真でポストしてくださる方なんですけど、ずっとこういう状況がもう続いてるんですが、やはり
ご病気を抱えてらっしゃる方とか、住まいのない方に対してかなり厳しい状況がパレスチナでは続いているということで言われております。私の名前はアジーズで、ガザ出身で20歳です。1年半以上にわたり家族と私は絶え間ない強風避難を経験してきました。4回避難し、使い古されたテントを使い、爆撃で家は完全に破壊されました。きれいな水はありませんということですね。63歳のご病気を抱えているお父様とお母様がいて、兄弟の方もいて、で20歳のアジーズさんがですね、家を仕切ってるっていうことで非常に大変な状況です。もしですね、これカフェド.comかなり安全性の高いサイトなので、もう余裕のある方だけで結構ですので、寄付をもしよければ検討してみてください。はい。伊沢さん、キアミさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。いや、本当にね、イスラエルの虐殺全く終わってないですからね。なんか終わったような雰囲気が出てますし、確かに家を確保できた方も中にはいらっしゃいます。それなんでね、寄付をとりあえず今は大丈夫だよって言ってくれた方もね、よかったという感じではあるんですけれども、そうでない状況の方もまだまだたくさんこのようにいらっしゃいます。はい。なので何も終わってないということですよね。で、この状況にですね、最大の責任がある国といえばアメリカなんですけど、はい、アメリカが何をやっているかというと、アメリカ合衆国大統領と称するドナルド・トランプ氏はガザの平和協議会を設立。イスラエルは人選に異議ということで、なんか知らんけどイスラエルと揉めています。アメリカドナルド・トランプ大統領は15日トゥルースソーシャルでガザ紛争の終結に向けた20カ目の和平計画というのは去年ね、作ってシオニストからサンキュートランプって言われてたやつなんですけど、これが次の段階に正式に入ったと言い出しました。自身が議長を務める平和評議会の下でガザ行政国家委員会を作り、それを支援するとし、治安面ではトルコ、エジプト、カタールの支援を得て、ハマスを非武装化するといういつもの主張なんですけど、ちょっとギョッとするのが、ガザ行政国家委員会って何って思うじゃないですか。要はね、これ国連の代わりになるなんか組織を作ろうとしてるらしいんですよ。で、それに対して、ガザ執行委員会みたいなのまで作って、ウィトコフであるとか、クシュナーであるとか、自分の手下ですよね。とか、イギリスのブレア元首相なども使って、我々がガザを取り仕切るのだみたいなことを言い出していて、それに対してネタニヤフがさすがに何勝手なことしてるんですかみたいなことを、ネタニヤフも言う資格ないんですけれども、言ってるということです。で、各国政府に対してトランプは私の平和評議会に入れと言ってるんですが、当然ですが各国は拒否してます。世界60カ国に、平和評議会への参加を呼びかけたことに対し各国政府からは慎重な姿勢が相次ぎ、今のところ参加を明言したのは、トランプにベッタベタでね、ロシアの手先とも言われているハンガリーのオルバンという独裁的な、首相のみにとどまっています。10億ドルを拠出して高級加盟国の資格を得ろというようなことを言ってるんですけど、10億ドル出せっつうのかいと。金欲しいだけですよね。で、金欲しいだけだし、その上で、そのアメリカが勝手に仕切る国連でも何でもない機関に対して、コミットせよと言ってるわけですね。なので、フランスをはじめとして、いろんな国がとんでもないと言って断ってます。当たり前の対応だと思いますが、これの報復として何をされてるかっていうのは後でお話ししたいと思います。はい。メローニさえ参加してないです。話でですね。だから停戦したって生きってるんだけど、だからこういうことやってガザでね、利益を得ることしか考えてないんですよ、結局この人は。だからトランプとネタニヤフが揉めまくってね、お互いガザから手引いてくれるならいいんですけれども、残念ながら正直そういう状況にはなってないですね。日曜日ではガザ緊急アクション名古屋の電話に参加しました。お疲れ様です。岩屋さん、毎回本当お疲れ様です。私もちょっと、土日はお出かけしようと思ってます。ガザにお住まいの複数の方にかけながら寄付しております。先月、先々月とクレカの請求がえらいことになったので、今後はちゃんとブレーキを入れがちでしょう。正月ありがとうございます。ありがとうございます。ただ本当にね、無数にいるので、数百人単位でいらっしゃいますので、全員助けるのはね、本当不可能なので、本当に、自分のですね、余裕のある範囲でやってください。本当止まらなくなっちゃうので、はい。
国連脱退するのではなく別の自分の国連組織を作るっていうですね。だから運流派が嫌で仕方がないもんだから邪魔くさいってずっと言ってたじゃないですか。閉鎖しろとかハマスだとか。だから自分の都合のいいこの平和評議会なるものを勝手に作って取り仕切ろうとしてるんですよ。とんでもねえ話ですよね。だからこれを国連が認めちゃったこと自体も間違っているんですけれども、さすがにいざやるみたいなことを言い出したら、トランプにドン引きしている諸国は、最近いろいろあってドン引きしている諸国は賛成してないということですね。NA104 さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そう、アメリカが紛争に介入してね、ろくなことないですからね、本当に。ベネズエラの件だって心配なのに、ね、今のところね、大きな騒乱にはなってないですけれども、イランのことがあってで、次はこれでしょう？本当に。そう、経済が破壊されてるのでね、やっぱり自分でちょっと稼げない状態にあるんですよね。で、そのですね、平和評議会にぜひ入ってほしいとトランプに言われた人がこの人なんですけど、トランプ氏ガザの平和評議会にプーチンを招待、ロシア大統領府発表ということで、これ今日報道されて世界を震撼させたんですが、なんとロシアのプーチン大統領を誘っていたそうです。パレスチナ自治区ガザの復興を監督する平和評議会へプーチンを招待したことが分かったクレムリンが19日に発表した。ロシアのペスコフ大統領報道官は定例記者会見で記者会談に対し、プーチン大統領も外交ルートを通じて平和協議会への招待を受けたと、いうことでですね、ベラルーシのルカシェンコとは盟友なので、それとですね、イスラエルともイスラエルとも付き合いがあるし、アラブ諸国とも付き合いがあるしということでですね、自分の権益の拡大のためにロシアをいや、ほんと信じられないっすね。どこぞの国の独裁者ならまだわかりますけど、アメリカ大統領ですからね、一応トランプって。どの神経があって、だってウクライナとまだ戦争終わってないんですよ。ね、侵略戦争を仕掛けてるプーチンを呼んでるんですかと。ちなみにマクロンにもこれ招待状が届いたらしいんですが、同時期に断っているそうです。はい。賛成とバツターさん、コンカラスです。トランプの後始末どうする？いや、ほんとね、これ本当に早くトランプを排除しないと後始末つけられないっすよね。ロシアの同盟国みたいになってますからね。トランプが終身議長って時点で終わっているという。そうなんですよね。だからトランプが終身議長なんですよ。平和評議会ってダメだろ、それはって。トランプが大統領じゃなくなったらどうすんだよっていう話ですよね。本当に最悪ですね。恐ろしい大統領がこんなことするとは。平和とは何なのか。こいつらの言う平和って勢力均衡が謳われてた19世紀ぐらいだと思いますよ、多分。平和っていうよりも、だから、世界各国の列強が、力のバランスを取るみたいな世界観ので住んでると思いますから、はい。帝国主義評議会の間違いじゃないのか。今コメントいただきましたが、これの話ですね。つまりトランプはロシアから守るためにグリーンランドを取る必要があると言っているわけですよね。そのロシアってついさっき彼が自分の、平和協議委員会になってますけど、平和協議会に参加するように頼んだロシアのことですよね。私の理解は合ってますでしょうかと。はい。トランプは先週からグリーンランドが欲しいと言い続けていることをお伝えしましたが、そのグリーンランドを取得したい、もっともらしい理由付けとしては、ロシアの脅威からグリーンランドを俺は守らなきゃいけないんだみたいなことを言ってたわけですね。で、そのロシアの脅威から守る相手である、ロシアに対して、ウクライナに関してもそうですけれども、平和協議会に一緒に参加しようではないかみたいなことを言っとるわけですよ。何なんだよ、お前はよっていう。誰の味方なんやという。当たり前ですけれども、はい。だから、やっぱりトランプが、やっぱりプーチンのことをですね、なんかお友達みたいに考えてることが、この一件でもよくわかりますよね。口先ではライバルとして対立しているけれども、実際にはお友達のように考えていると。で、そんなトランプ様がですね、ノルウェー首相に送った手紙が衝撃的な内容で、これも全世界にショックを与えてるんですけど、
君の国は私が8つ以上の戦争を止めたにもかかわらず私にノーベル平和賞を与えてくれなかった。その判断を受け私はもう平和を優先的に考える良識的な指導者であるという義務に縛られるつもりはない。平和は重要だがこれからはアメリカにとって何が得か何が正しいのかを優先する。デンマークにはグリーンランドやロシアから中国を守る力はない。そもそもあの土地を自分のものだと言える法的根拠も曖昧である。昔船が上陸したっていう理由ならアメリカも同じはずだろうっていうですね。ノーベル平和賞をくれなかったからそう平和についてね私はもう考えないみたいなことを述べ始めております。アケリアスヨッチャーさんここからです。平和かっこ笑い評議会。いやほんとそれなんですよな。悪の帝国同士の、ね、やりとりで平和とか言ってますからね。いやーほんとねだからトランプを何としてでも止めないと世界が壊れますよこのままいったら。まあいろんな方が言ってることですけどそうだから第一次第二次世界大戦の反省からそうですね今の国際秩序がスタートしているのにそのことを全くトランプって理解してないですよね。だからそんな人がノーベル平和賞欲しいってさいやもちろんノーベル平和賞をマチャドに与えた平和賞委員会も間違ってます。なのでまあこれも基本なんですがマチャドさんはですねなんとトランプさんにメダルを差し上げてしまうという暴挙に出ました。はい、ドナルド・トランプ氏は書簡の中でグリーンランド占領の脅しとノーベル賞の軽視を結びつけているということで、まあデンマークの政府が別にノーベル賞を直接運営してるわけではないんですけど、お前のところ政府はねグリーンランドじゃないノルウェーだ、お前の北欧のね政府はね俺にノーベル賞はくれないしなんかグリーンランドは俺のものだみたいなことを言ってるし勝手なことばかり言うんじゃねえと言ってでマチャドさんにはメダルをよこせ俺にみたいなことを言ってまあマチャドさんはですねベネズエラの、いさいそとメダルを差し上げてしまうというだからねもうやっぱりマチャドさんにね悪いけどメダルを与えるべきじゃなかったですよ。彼女が確かに平和活動家として頑張ってきたその価値はね認められるべきだと思いますけどやっぱりトランプに簡単に標準しちゃうような人にですね絶対にふさわしくなかったですし大きくやっぱりノーベルの権威とかも傷つけられましたし正直両方から平和賞を剥奪すべきだといやトランプにはもはや与えられてないし単にメダルを与えただけだからノーベル平和賞が授与されたわけでは全くないんですけれどもまあ剥奪すべきだと思います。はいでまあねあくまでもトランプ大統領はノーベル委員会によって授与されなきゃいけないんだからマチャドからこれをもらったからといってあなたにですねグリーンランドとかそういうメダルが与えられたわけではないとまあ皆さん言っているんですけれどもはいですねだからずっとノーベル平和賞をもらえない限りはこういうことを言い続けるのかと思うとなんかげんなりしますね。はいいや、本当で弾劾すべきですよ。だから中間選挙で任して、まあ弾劾すると民主党は言ってますけれども、正直間に合うのかなというか、本当に選挙する気があるのか、内政を起こす気なんじゃないかとか、まあいろいろなことが囁かれて、警戒してます。まあただ民主党の人たちはね、アホじゃないんで、まあなんとかしてトランプの暴走を止めようとはしてくれてはいるみたいです。遅いですけどね。はい。なので今はね上院下院両方ともね人数が足りないんで多分共和党の誰かが裏切らない限りは弾劾はちょっと難しい感じみたいですね。いやマチャドの受賞本当撤回すべきですよ。本当にこんなことする人見たことないよ。脅されてメダルあげちゃうってさあなた平和活動家なんでしょっていうもう汚点ですよね。だからノーベル平和賞自体を廃止すべきだって意見も出てますよね。はい。河合祐介と青谷ゆかり。こんなのと被団協の方々が一緒の賞なの嫌すぎる。いや、だから被団協の名誉を貶めてますよね。ほんととんでもねえ話ですよ。はい。グリーンランドの問題で、専門家の竹内先生ですが、グリーンランドの問題で米国の立場に欧州各国が反対しています。部隊を進駐させたことを受け、米国は関税措置を警告しています。それに EU としてグリーンランドをめぐり17兆円規模の報復措置を EU は検討していると。この場合、経済活動に影響が及び欧米の対立はさらに深刻となります。中ロはこの機会を利用しようとするはずですと。
わざわざね、中ロってつけてるあたりね、竹内先生保守派なので、っていう感じではあるんですが、欧米の対立。欧米って普段まとめて我々読むじゃないですか。欧米のね、進んだ社会保障の権利に学ぼうとかね、いろんな社会のことに学ぼうとか、いろいろ言うじゃないですか。で、欧米の対立って、欧と米の対立なんですよ。だからもう完全にもう敵対的な感じな関係になってしまってるのがわかりますよね。だからですね、なんか私がその子供の頃はね、欧米の対立って書いて、その欧州と米国の対立っていうことを意味するっていう、日本語がですね、を読むことがあるとは思ったこともなかったんですけど、はい。欧米の対立がね、極限に達している今、何が起きているかというと、はい。フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、トランプ米大統領に対し、両者がシリアについて意見が一致していること、そしてイランについて素晴らしいことを成し遂げられるはずだと述べたが、トランプがグリーンランドで何をしているのかは理解できないと、個人的なメールで語った。ということで、これだけだったら、いやー、マクロンってまたなんかトランプに媚びを売るようなこと言ったのかっていう風にしか思わないじゃないですか。でもこれ見てほしいんですけど、トランプがね、自分の SNS、トゥルースソーシャルっていうのに投稿した内容なんですけど、上に EM エマニュエル・マクロンさんって書いてあって、Today って書いてあって、英語とでですね、フランス語混じりの言葉でですね、先ほどのような内容が書いてあるんですけど、これ何をやってるかっていうと、フランス大統領のマクロンさんからの個人的な、LINE というか SNS メッセージをですね、トランプ公開しちゃったんですよ、SNS で。いわゆる DM 晒しですよね。だから、マクロンがグリーンランドについて気に入らないことを言ったから、その報復として、こいつは俺にこんなことを言ってるぞみたいな DM をですね、暴露してしまってるという。なんかやることがほんと滝沢ガレソみたいですよね。いやー、これがアメリカ合衆国大統領っていうのがもうちょっと空恐ろしいんですけど、だからトランプにね、SNS でこういう個人的なメッセージとか送るとですね、こういう風に全世界にさらされる可能性があるんですよ。個人間でのやり取りで揉めた時だって DM をやっぱり晒すってかなりね、プライバシー権の侵害だから、かなりはばかられる行為だと思うんですけれども、もうなんかもう言葉がないですね。ということでマクロンさんは全世界にこういう私的なメールを晒されることになってしまいました。はい。ということでですね。王はともかく、米は社会保障ボロボロ。そうですね。ただでさえボロボロなのに、さらにトランプのせいで今ボロボロになってますからね。もう見習うべきじゃないと思いますよね。確かにここまで文字通り欧米なの珍しい。マクロンはプーチンとトランプのザレ言を聞いて困惑してる。そうなんですよね。いつも間に挟まれて困惑するポジションの人で、確かにその自業自得と言えなくもないところはあるんだけれども、ひどいですよね、こんな。ネトウヨでしょ、この人。自分の、だから、平和評議会に賛同しないグリーンランドのことに反対するっていう姿勢を当然の姿勢ですよね、フランス大統領としては。さすがにだからね、マクロさんそんなのに賛成する人じゃないから、どっちかというとネオリベの人ですけれども、思想的にはね、私はそんな好きじゃないけど、でも、だから私的にね、ちょっとグリーンランドの件言い過ぎじゃないですかって言っただけなのに、こんな風にさらされるというですね、屈辱を味わわされるわけですよね。ひどいですよね、本当に。本当ね、トランプのせいで世界がめちゃくちゃにされてますよね。デンマークの白馬セイウチ連合軍が放棄する動画がありました。それ面白いですね。AI かな。グリーンランドの人って本当にね、やっぱり気骨ある人たちなんで、もちろんね、軍事的には全く、完全にアメリカとかデンマークに依存しているのでね、軍事力とかはないんですけど、雪だるまのね、兵士を作って、トランプにプロテストしたりしたこともあるんですよね。はい。なので、全く、アメリカに従う気はないと思います。ネトウヨが世界の主流になってしまったという。いや、本当にね、だから高市トランプラインでもうネトウヨ2人ですからね。
一応常任理事国のトップだから間に入らないといけないっていうね。まあだから本当マクロンさんがかわいそうですよね。確かにフランスだっていろいろやってる、悪いことしてるけどさ。でもね、さすがになんかドイツほど別にね、イスラエルに肩入れしているわけでもないし、まあそのロシアのようにね、もちろんウクライナについてもウクライナを支援してますし、そんななんか大きく攻められるようなことやってない気がするんだけど、最近は。まあ国内ではいろいろあると思いますけどね。で、まあ、ということで最後まとめなんですが、まあ、ポリダスにも出てる星先生なんですけど、第2期トランプ政権は移民、非白人の市民、民主党優位の州の市民らを迫害し、暴力を、まあ、加え、ISE のね、前週、お話ししましたけども、こういうことをしてます。多数の政府機関を潰し、あるいは支配し、アメリカ合衆国を分断し、言葉による文化戦争の段階をはるかに飛び越え、暴力を伴う内戦に近い混乱を招いている。対外的にも理不尽な関税、軍事力を用いた民間船攻撃とベネズエラへの侵攻、グリーンランドへの脅迫、ノーベル平和賞をめぐる妄言の数々、多くの国際機関や国際、機関からの離脱と国際秩序に対する深刻なダメージを与えている。まともではない。問題はアメリカ合衆国は日本の唯一の同盟国であることであり、日本、韓国、台湾の将来は不透明感が強くなっていると。だから星先生普段こんな言い方する人じゃないですからね。まあかなりギリギリなね、差別的になりかねないような言い方だと思いますけども、ちょっとびっくりしたんですけどまあでもね、アメリカのまあリベラル派の人たち、学者の人たちとかはね、やっぱり言ってることはこれだと思います。もうめちゃくちゃですよね。だからめちゃくちゃだし、まあ確かにめちゃくちゃをやるだろうと言われていた通りではあるんですけれども、完全にもう度が過ぎているので、まあ一刻も早くやっぱりトランプ政権に退陣してもらわないと、もう本当にね、世界がね、また第三次世界大戦のようになってもおかしくない状況で、今はまあ寸前の状態にあるっていう風に認識が広がっているので、アメリカの人たちはもう何が何でも中間選挙でね、トランプを追い出してほしいなと思います。はい。いやー、ほんとね、このままだとファシズム側の勝利になっちゃいますからね、困りますよ、それは。まあそうですね、加速主義者の人たちにとってはね、こういう民主社会がね、壊されていくっていうのが理想の展開なのかもしれないですけど、まあそれは問屋が下ろさないということで抵抗していきたいと思っております。はい。ということで、トランプのお話でした。ありがとうございました。シャーロットさん、初コメありがとうございます。ブルース回転のフォローありがとうございます。コメント少ないかもですが、陰ながらお礼しておりますということで、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。まあ、ブルースカでもね、最近、いろいろ書いたりしてるので、よかったらチェックしておいてください。はい。ということでですね。はい。皆さんお待たせいたしました。我らが日本の高市首相が、解散総選挙をやると、発表いたしましたので、その説明をいろいろしようと思っております。牛尾さん、コンカラスです。ちょっとこれからですね、高市さんの映像が流れるので、皆さん、ダメな人は3分間ぐらいミュートにしておいてください。それでは流します。説明されました。なぜ今なのか、高市早苗が内閣総理大臣で良いのかどうか、今、主権者たる国民の皆様に決めていただく、それしかない、そのように考えたからでございます。私が自民党総裁選挙や、そして日本維新の会との連立政権合意書に書かれた政策など、その多くが前回の衆議院選挙では自民党の政権公約には書かれていなかった政策です。また前回の衆議院選挙の時には、私高市早苗が日本の国家経営を担う可能性すら想定されていませんでした。私自身も内閣総理大臣としての進退をかけます。高市早苗に国家経営を託していただけるのか、国民の皆様に直接ご判断をいただきたい。高市内閣が政権選択選挙の先例を受けていないということをずっと気にかけてまいりました。
はい。ということで、首相を選択する選挙であると。まあ私が国家経営をですねしていいのか、自分が首相でいいのかどうか、選んでいただくというようなことをお話しされました。まず一つ言っておくと、国家とは経営するものではございません。松下政経塾で教えられたことですかね、これ。で、やっぱりもう意図的にこれ、自分をアイドル化してますよね。私が首相でいいか国民に決めてもらうしかない。AKB48 のセンター決め選挙みたいなことを我が国の首相が言うのかと。だからジェンダーロール的な問題もあるかもしれないから、それはあれですけど、自分をアイドル化しないでくださいよ。ねえ、ポピュリズムの極みでしょ、これは。ねえ、だってさ、自分で言うのはあれだけど、私だって昨年ね、いろいろご批判とか受けて、だから YouTuber やめようかなとか一時結構悩んでたんですよ。で、だけど、皆さんの前でいきなり、私、最近自信ないんですけど、YouTuber やめようと思います。どう思いますかって聞かれたら、皆さんどう言います？で、まずやめるなって言うでしょ？まずやめるなって言うし、このカラスワってやつは、なんで自分が YouTuber 続けていいかを、ファンのね、視聴者の方々に聞いてんだっていう風になるじゃないですか。おかしいでしょ？だから自分に同情してほしいから、自分にそういうねアイドル的な崇拝を向けてほしいからわざとやっているんですよね。非常に悪質だと思いますよ。はい、ということで、ちょっとあれ言ってしまいましたが、だからね、ほんとね、こっちを主権者だと思ってるのかわかんないし、何を言ってんのかさっぱりわかんないですよね。自分に投票してほしいということしか伝わらないし、だからそもそも内閣総理大臣である資格がないですよね。自分が内閣総理大臣でいいんですかって主権者に聞く人がどこにいるんですか？もう、人気投票だと思ってますよね、完全にね。だから関西選挙がそう身体をかけるのはそれは当たり前だろうっていう話ですし、もうだるい選挙、国全体を巻き込んでの高市早苗信任アンケートですよね。はい、それなら11月にやれよってその通りです。成功ラインのハードル低すぎるし、現状維持なら解散する必要もない。これ高市さんは衆院選のテーマを自分に据えることで支持率が伸び悩む自民への投票を動かしている。その通りです。だから自分をアイドル化してるわけですよね。そう、私か私以外かで行くっていうことですよ。お近くの選挙区では高市さんと書きましょう。それいいですね。高市さんって書いてください、皆さん。比例はそれだと一応自民党に入っちゃうのかな。平成フランス、勘違いも甚だしいわ。投票用紙には高市早苗と書きましょうというですね。はい。小選挙区は皆さん高市早苗と書いてくださいね。なぜ今なのか、高市早苗が内閣総理大臣で良いのかどうか、今主権者たる国民の皆様に決めていただく、それしかない、そのように考えたからでございますと。先ほど言いましたけども、いわゆる新次郎公文ですが、本当はこの公文に恐ろしい本質が隠されている。なぜ今なのか、それは今だからだというトートロジーの本質は、私が今しかないと考えたんだから今しかないという超越者論理であり、権力者の地位に理由はいらないという独裁者の思考だからだというですね。ご批判としてはこれが最もなものだと思いますし、だから自分をね、アイドル化する、自分を崇拝してもらうために選挙をするって独裁者のやり口ですよね。完全に。民主主義国家の首相がやることじゃないんですよ。はい。で、そうですね。で、またね、責任ある積極財政みたいなことをまたずっと言いまくってたんですけれども、そう。で、高市にね、首相を続けたければ、自民党に投票しろみたいなことを言いたいんでしょうけど、そもそもね、そんな感じな、首相からしてそんな感じなんでね、争点がないって言われてるんですよ。総選挙の焦点は食料品の消費税ゼロ、家計負担軽減は年間6万円以上と言われてるんですが、私はね、基本共産党さん支持なんで、食料品減税はもちろんやった方がいいと思いますし、消費税減税もね、反対してないです。積極的には。そういう考えですが、高市さんが、2年間に限り食料品を消費税の対象としないといったところ、中道改革の野田さんも、食料品のゼロ税率は私たちの主張ですと言って、維新も2年限定で賛成しますと言ってですね、他のれいわ新選組などは廃止、参政党も減税に賛成みたいなことを言ってたりするんですけど、
だから争点がないですよね。争点だって書いてるけど、争点じゃないんですよ。すべての政党が賛成しているんだから、今すぐやればいいじゃないですか。なんでやらないんですか。だから、自民党が法案を提出して、私が食料品の税率をゼロにしましたって言えば、それ高市早苗さんの成果にできるんですよ。なんで今すぐやらないのおかしいだろっていう話じゃないですか。だからレジのがどうとかってわけのわからんことを言ってですね、昨年拒否したわけでしょ。消費税減税嫌だと言って。いや、私もだから何でもかんでも減税というのには反対してる派ですけれども、だからといってですねこうもコロコロ変わること言ってることが変わる。しかも争点になってないことを争点だと言い張るっていうのは、ちょっと民主主義の定を出してないですよね。全員が賛成してるんだからゼロにすりゃいいでしょ、今すぐに。なんでやらないのという話じゃないですかね。はい。マモさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。全く新しい政治みたいなことも言ってましたね。はい。あと、勝ったら白紙委任については後で説明します。消費税減税なら今すぐやれるじゃん。累進課税の強化してください。中途は同じ政策だけど一応財源は示してる。だが個人的に食料品ゼロよりは給付税、そうですね。給付税額控除の方が先にやってほしいですよね。それもね、みんな賛成してるはずなのになんでやらないんだっていう話ですよね。国会でやれや。消費税減税は選挙いらないだろっていう。青葉先生からです。高市本人も解散した理由失ってそうっていうですね。はい。中道が出てきたことで完全に選挙の争点のはしごを外されたっていうことなので、立憲民主党だけがね、この減税に反対してるっていうならまだ100歩譲って分からなくもないですけれども、それすらないのでね。はい。ただね、こうやって減税競争みたいなことを言いまくったことの副作用として何が起きているかというと、はい、円が最弱通貨候補になっております。クイック為替、外為調査によりますと、外国為替市場の月次調査結果が公表され、主要8通貨のうち2026年最も弱い通貨の予想を聞いたところ、円とする回答が4割に上ったということで、ただこれ根拠のない話ではなくてですね、ヘッジファンドがどんどん円売りを拡大しているそうです。まだまだ拡大を始めたレベルです。世界最大のダントツの財政悪化国家で減税を与野党全部が主張したことが世界に知れ渡ってしまったのだから、とんでもない規模な円売りを仕掛けようと世界の投資家が思うのは当然だ。そんな国の通貨など怖くて見たくも触りたくもないだろうというですね、元モルガンスターレンの藤巻先生ですが、あんまりこういうことをね、ガンガン言うタイプ、煽るタイプの人じゃないらしいんで、ちょっと衝撃を受けてる人が多かったです。藤巻先生、そこまでおっしゃっていいんですかと。で、こちらはちょっと煽り気味のことを言う元ゴールドマンサックスのロビン・ブックスなんですが、日本の10年もの国債利回りは 2.3% だ、青色のグラフだ、しかしその10年先物利回りはオレンジであり、これは市場が、10年もの利回りがどうなるかを織り込んでいるものだが、利回りが 4.3% まで上昇している、これは日本の巨額の公的債務が持続不可能な水準であることを示しており、日本はすでに債務危機だと。ちょっとこの方ね、煽り気味で物言う人なんで、ちょっと注意が必要なんですけど、でもグラフ見りゃ一目瞭然っすよね。国債金利の利回り、国債の利回りがですね、危機的なレベルまで上昇してるんですよ。だから、ここまで来るとね、本当に、日本の財政の信任が揺らいでるっていう風に見るのは、外国の投資家の人としては当然の見解じゃないかと思います。だからどんどん円の信用が落ちてるってことですよね。はい。おびえさん、カンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。高市が首相になってなんか仕事したのかって、いや、円を安くしてるだけですからね。マジで。それ以外何もしてないでしょ。あと、中国に喧嘩売りましたけど。最近家賃払えずに強制執行官に執行官が刺される事件がありましたね。はい。非常に、ちょっと今回取り上げませんけど、非常に痛ましい事件でした。だから、我々の生活がここまで苦しくなってんのに、この人は何をやってんのかっていう。だから、円安になるってことは私たちの給料減らされてるってことですからね。はい。やっぱりそういう具体的なことを言っていかなきゃいけないっていう話をこれからしたいんですけど、いや、本当円の信頼がどんどん失せていってるだけなんですよね。
給付付き税額控除はマイナンバーカード必須とまで言ってなかったような気するけどな。でも言い出しそうなのがちょっと怖いな。実質債務危機ですよ。だから法人税増税しないといけないんだということで、いや、本当ですよ。だからやばいですから、共産党さんとかの言う通りですよね。増税もプラスでやらなきゃダメですよ。で、増税するとしたら大企業から増税するしかないですよね。はい。そうだから高市さんのね、ブラフは通用しないですよ。外国人投資家の人たちは見えてるから。高市知事はこれだけの事実の分析を見せられても、その辺がなぜわかんないのかっていう話はこれからします。はい。左右問わず減税というのは怖すぎます。減税はやり方次第では社会保障に支えられている人は切り捨てられてしまいますからね。そう。いや、だからね、マイナンバーカードとかも持ってない人だっているんですから、その辺ね、中道は特に考えてほしいんですけどね。はい。まあ一応中道は、今の基金とかから、財源確保するんで、当面は問題ないと主張していることは言い添えておきます。国費を600億円使って大義ない解散総選挙をするのを目をつぶるとしても、この調子で金利が上がりまくると国債の利払いが膨らみすぎて超緊縮財政を余儀なくされると思いますが大丈夫そうですかということで、当然ですけども、先ほどね、ゴールドマンサックスの人が言ってたようにですね、国債金利が、このように利回りが上昇しているので、政府の支払い金利もですね、ブーンと上がってるわけですね。だから今日本の予算とか見てる方はわかると思うんですけど、国債のね金利支払いだけでとんでもない金額になってるわけですよ。20兆円以上で、これからまでいくと30兆円以上ですね、毎年毎年、金利をお支払いしなきゃいけないっていうことになるわけですよね。そうなるともう破綻国家に近づいていきますよね。そんな状況なんですけど、高市さんは緊縮財政をする気など1ミリもなく、最後の質問をメモを見て答えた後、初めて自分の言葉で語り出した。予算成立後に、政府が提出しているという法律案、これはかなり賛否で分かれる大きなものです。だからこそ国会が始まる前に国民の皆様の信を問いたいと。国会が始まる前に国民の皆様の信を問いたい。だからその意味が分かんないですよね、この言葉。法律案をこれから提出する。1億歩譲って、この解散総選挙がその法律を通すかどうかに関する、国民の人に、国民というか市民にですね、内容を知らせて、私が信を問うのだっていう選挙の内容だったらわかりますけど、その内容を非したままで、私が信任されたら、政府がね、これから賛否で分かれる大きな法案を提出いたしますので、私を信用してくださいみたいなこと言ってるんで、これ全権違法でしょって。だからヒットラーが言ってたこととあんまり変わんないんですよね。実際だから高市さんが当選したところでいきなり独裁をする敷くわけではないですけど、おそらくスパイ防止法ではないかと言われてます。スパイ防止法を長年にわたって旧統一教会が制定運動をやっていたことは意外と知られていない。画像はソ連対日スパイ工作の全貌、スパイ防止法制定推進国民会議という1983年の奥付けにあったイラストである。発行元の住所は、宇田川ビル。無謀ビレット日本、今こそスパイ防止法制定を。あと一息、スパイ防止法制定推進国民会議は皆さんと共に頑張りますということで、はい。当然ですが、80年代はね、自民党の中にも、こんなもんとんでもないだろってね、治安維持法の復活だぞって言って、反対派が多かったので通らなかったのですが、日本会議、統一教会のね、悲願であるスパイ防止法がここに来て、統一教会が滅亡しそうなここに来てですね、通ってしまうかもしれないということで、それだけでもね、高市さんに不信任を投票する意味はあるんじゃないかとは思いますね。はい。減税は大体社会保障の切り捨てがセットになるので、自由主義的にそうですね。その傾向は本当強いと思います。維新なんては本当典型的ですよね。選挙に700億かかりますからね、そんな金使ってる場合かよっていう。増税を先にした方が本当はいいんですよね。だから今下野して押し付けてやると。普通に累進課税の強化や法人増税と固定資産税や有価証券の売却益の増税をしましょう。杉田水脈さんって、そうか、港龍介さんと同じとこに出んのか。いやー、マジか。すいません、それ気づいてなかったな。誰に隷属するのかを問いたいの間違いじゃないのか。
総選挙の投開票日には UAE の大統領が来日する。UAE の大統領だったら相手にしなくていいような気するけど。スーダン虐殺に加担してるやつなのでね。いや、でもどうすんでしょうね。全部天皇に押し付けるんですかね。こういう時だけ天皇を都合よく使いますよね、彼らは。いや、しかしこれ、今ちょっと湊さんのポストで出てきたから、ですね、今ちょっとコメントでご紹介があったので、ちょっと先回りして紹介したいんですけど、杉田水脈が選挙に出ます。なのでですね、共産党のですね、湊龍介さんが大阪5区から、出馬されます。もちろん彼の方が先に出馬表明してたんですけど、何かを諦めなくていい日本へと、対極の立場で世の中は理不尽だから諦めろとおっしゃった杉田水脈と大阪5区で対峙することになります。ゲイ当事者としては絶対に負けられませんということで、湊龍介さんを応援したいと思います。はい。自民党は、衆院大阪5区で杉田水脈を擁立する気だそうです。いや、ほんととんでもないですよね。だから、杉田水脈を擁立してスパイ防止法を成立するって、だからこれだけでももう自民党に対してですね、ノーを突きつける理由にはなると思いますね。はい。いや。何の法案かわからないのに真を問われても困るっていうね。杉田が議員復活するのが一番怖いですね。でも本当比例票集めたら当選しちゃう可能性ありますからね。だから絶対自民党に入れちゃダメですよ、今回。比例は絶対ダメですよ。はい。小選挙区でね、参政党と自民党しかね、選択肢がなくて自民党が石破派の人だったら自民党で考えるかも私も知れないけど、それはね、小選挙区に関してはいつも言ってるようにですね、皆さんの状況に応じて考えてほしいなと思うんですけど、比例は絶対ダメです。はい。ヤクマケントさん、ここからです。湊龍介さん応援してます。はい。これを見て湊龍介を応援しない理由はないということですね。いや、ほんとね、なんとかして勝ってほしいですね。維新にも勝ってほしいし、自民にも勝ってほしい。っていうか、湊さんって一本化できないのかな。はい。ということでですね、先ほどちょっと先に紹介しちゃったんですけど、経済界はですね、さすがに高市さんに愛想を尽かし始めているのではないかという兆候があります。なぜかというと、散々さなかつみたいなこと言ってた日本経済新聞が手のひら返してます。大義が見えない高市首相の衆院解散ということで、23日召集の通常国会の冒頭で衆院を解散するなどといったが、解散の大義が見えないと、年5兆円程度の減収分を扱う安定した財源を確保できるか見通せない、社会保障財源の安定性を損ねる、責任ある積極財政、未来に責任を持つ政治とは矛盾しないのだろうか。物価高対策は本当に困っている人に的を絞るのが筋である。中道改革連合は食料品の消費税を恒久的にゼロにすると打ち出したが、与野党の減税合戦には懸念を抱かざるを得ない。長期金利は27年ぶりの高さになった。1ヶ月程度政治空白が応じる。お前どうするんだというですねちょっと日経新聞にしては1週間くらい前から結構こんな感じなんですけど、かなり激しいトーンで高市さんを批判してます。はい。新聞はだからね、これぐらいやっぱり最初から書けよという話でして、もう言い出すのが遅いんですけれども、最初からこうなるって分かってたじゃないですか。だって高橋陽一のね、経済論とかを信じちゃってる人なんだから、最初から放漫財政でね、円安が崩壊するぞと言われていたのにもかかわらず、それを警告しなかったのは日経が悪いと思いますけど、今からでも言い出したのは、悪いことではないと思います。ところがですね、はい。高市さんを批判するものは何と言われるかということで、ちょっとヘイト注意なんですけれども、はい。何人か紹介します。カシーナツ、さすがに半日が過ぎるやろうと。これ毎日新聞の別の記事ですけど、高市さん働く前に解散かと題した記事にですね、人気 YouTuber であるカシーナツ大先生ですが、半日過ぎると高市さんに逆らうものは半日みたいなことが言われております。いや、あなたはまず奥谷県議に関する動画を消せよという話なんですけれども、いや、この人すごいですよね。なんか奥谷さんに関する動画さすがに、ああいう訴訟になってるので、みんな消してるじゃないですか。いや、増山誠がね、ああやって動画消して逃げてるのに、この人逃げてないんですよ。正直、訴えられてほしいなと思います。はい。いや、お金持ってるんだろうけどね。
他にも、日本人ファーストのような偏見差別主義者たちと私たちは違うということを明確に打ち出していきたいというコメントに対して、反日で OK ですかと、ですね、おかしい、こいつはおかしいみたいなことがずっと言われてます。他に、中核連野田斉藤テレビ番組で生活者ファーストの対義語は日本ファーストと発言、先ほどの発言ですけれども、日本人は外国人以下の二級国民です。中核連日本人は二級国民、もう政党関係なく親日対反日の総選挙をやってほしい、候補者アンケートはこれにしてください、親日ですか反日ですか親日ですと、それらは最初左翼を名乗り、これをボートの命名にした、次はリベラルを名乗り、それをダブスタ先民意識の反日の代名詞にした。次は中道を戦中、その次保守を自称し始めるであろう、ナザレンコ・アンドリーさんですが、最後、本当にそっくりですねということで、これなんか中国の公式ロゴマークに見えるんですけど、全くそんなことはないです。中道改革連合のロゴマークを勝手に AI かなんかで改造したものなんですけどだから中核派って言われるからね、こういうダサい政党名にするのやめろと私は言ったんですけど、こんな感じでですね、完全にエネミー認定されてしまっているので、高市さんに逆らうものはですね、反日みたいなことが、レッドで言われまくっております。はい。ということで、アウサリエットさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。いや、港龍介さん、本当この状況きついと思いますけど、頑張ってほしいですね。いや、経団連、本当ね、高市に対する金切ってほしいですね。もう、全部引き上げてね、中道に回すからって言ってほしいですね。いや、中道も中道で問題あるんだけど、レアアース在庫切れもこれから待ってるしな、就任直後からちゃんと言ってくれよって。昨日の日経は結構厳しい質問してました。そうなんですね。減税ポピュリズムが悪いという論調にすり替えられてますね。減税と増税のバランスが悪いんですよ。だから共産党さんが言ってることが正しいんですけどね。だからね、増税をやっぱりセットにしないとダメなんですけれども、それをやっぱり、富裕層増税を誰も言わないからこうなってるわけですよね。いや、働くだ。元彦でインプ稼げなくなったから客層割りって。そうですね。だからまさにね、やっぱり斉藤元彦支持者とで客層が被ってるんでしょうね。で、内毛馬確定医とかで、中道派をね、批判する、動画でたくさんインプレッションを稼いでいるそうでございます、最近は。日本国がひどすぎるから反日と言われるのは当然だろうという。元彦の取り巻きの人だ。自民党支持、高市支持でも解散反対してる人はわずかですけどいますよね。いや、ほんとこの認識で政治を語ってるのがね、本当にどうもしてならないですよね。兵庫出分け YouTuber の人は高市を支持してる印象です。権威主義なので。中核連は中道を名乗れば叩かれないと思ってたでしょ。甘いんだよっていう。本当ね、その認識はやっぱりね、間違いだったと認めてほしいですね。だからこの人たちは何があってもあなたたちのこと叩くんだから無駄なんすよ、保守アピールしても。はい。絶対こうなるって分かってたでしょ。ということですね。ネトウヨとアンチフェミの、なんかこれで死神の画像、もともと富士川かなんかだったと思うんですけどね、完全になんかネトウヨので、ものになっちゃってますよね。なんでなんでしょうね。カシー夏、一花、渡瀬はヒマーノンで、一式は NC 国信者で、国支持者で、ラザレックは言わずもがらで、そうですね、反日で出てきた人たちを並べただけなんですけど、ずっとトレンドこんな感じですからね。それぞれだから1万いいねとか超えてるから、ひどいんだよな。炭治郎のアイコンってこんなことすんだ。いや、本当にね、だからね、なんかそのアニメアイコンとかとか AI の生成のアイコン使ってこういうやってるのも本当に二重三重に悪質ですよね。はい。もちろん中華カードは全くの別物ですからね。AI トレンドが左の画像を中国共産党のものだとするトピックを生成してた。そうなんですかそれこそ AI で作った偽画像でしょ。いや、ほんとね、ホームランダーみたいなやつが首相になっちゃったから、そのうちこうなるのは目に見えてはいたんですけどね。はい。なんで国内の勢力に親日という表現を使うんですかこんなのの登録者24万。いや、ほんと1万人ぐらい分けてほしいわ。いやね、東洋だらけになっても困るけどさ。柔道改革連合だったら中海連だと思うけど、中核を連想させる中核連にしてるのはわざとだと思います。はい。もちろんそれは悪意あるあだ名ですけどね。
まあただなんでこんなことになってしまってるのかということをすいません、ようやく説明に入りたいんですが、まず一つには中国という分かりやすい敵対者がいるからですよね。このピボのね動画くだらないので見なくていいんですけど1ヶ月前に放送された内容で、レアアース実はレアではない中国一強の理由は洗練コストである脱中国戦略が必要だ、南鳥島に眠るレアアースの可能性ということで、ネット右翼の人たちがみんなこれをねすごい褒めてるんですけど、この人ね仮にも専門家の方が解説してるので、別にねなんか今南鳥島とかその付近からねレアアースを取ってくればいいんだという精錬コストとかを完全に無視した議論が横行しているんですけど、そんな手段では中国に勝てません。でこの人はなんかチタンとかでチタンとかスクラップから生成すればですねもっと効率よくレアアースを手に入れる方法もあるんだよみたいなことを言って締めくくるんですけれども、それも全くその供給ラインが全然成立してないし、だから中国に依存度が高いっていうのは要は安いからですよね。だからご本人も認めてることなんですけれども、中国はねそういう廃棄とかのですねシステムを確立してて、法的にも他のね諸国が放射性廃棄物が出るから二の足を踏んでるところを大規模な土地とかを利用してですね全体主義国家だからっていうところはあると思うんですけど、生成ラインを成立してるわけですよね。だからレアアースで圧倒的に強いわけですよ。だからチタンをアップグレードしてリサイクルすればいいんだみたいなことを言ったったっていきなりそんなことできるわけないし、日本の海底からレアアース取ってくるのってもっと無理ですよね。でもなんかそういうことをすればですね中国に勝てるんだみたいな、ことをですねみんな言い出していて、だから高市さんは中国のライバルだから、ここはですね中国に対して、我々は一致団結して高市さんを応援せねばならないっていう物語が作られちゃってるわけですよね。だからやっぱりこの分かりやすすぎる物語が背景にあって、マスコミとかもね一部こういう風に後押ししてるがゆえになかなかですね高市さんの支持率が下がらないという現状はあるのかなと思います。デマが注釈なく拡散されると、デマかどうかの注釈なく AI がトレンドを誤生成するからデマであることがわからないまま拡散されるがマジで起こってしまう。もうグロックは何回も起こしてるみたいですね。本当に国民民主党に連合手を切れと言ってそれ玉木さんに言ってほしいないいのどうぞっていう感じですけどはい。私は正直ね連合は国民民主党を切ってほしいと思ってる方なんですけどそれをされたら困るの玉木さんだと思いますけどね。はい。中国に勝てると言い切ってるのが戦前みたいで本当に嫌ですね。はい。でただもちろんねポピュリズムに走ってる理由はそれが大きいんですけど、それだけでもないと思ってて、これね非常に面白いのでちょっと読んでない人はぜひ読んでほしいんですけど、左翼ポピュリズムの展望という、小論文をジョセフ・ヒースという人が、去年書いております。はい。私も先日ちょっと翻訳読んで非常に面白かったのですが、このヒースっていう人はね結構上から目線のリベラル左翼は良くないみたいなことをですね、アメリカなどで言いまくっていて、東博樹とかから結構絶賛されているタイプの人でして、私はあまり論調的に好きではないんですけど、ただこれをですね小論は珍しくですね、そんなヒースが珍しくですねマムダニさんを褒めてる内容でして、要はなんで左翼のポピュリズムが最近うまくいかないのか、でもなんで彼は例外的にうまくいったのかっていうところを説明してるのでですね、よかったら読んでみてください。ちょっと、読みたいんですが、現代の左派が陥っている苦境はよく見えてくる。ご存知の通り進歩派知識人の多くは不平等を強く懸念する一方、インフレーションに関してはほとんど気にかけていない。こうしてみればなぜ左派が現在の状況にイラついているのか理解するのはたやすい。2011年にオキュパイ運動というものが盛り上がって以来、富の不平等への怒りを焚きつけようとする試みがいろいろと左翼側から繰り広げられてきた。そういった怒りのいくばっかは米民主党の支持へつながると期待されていたが、こうした試みはほとんど成果が上げられなかったと。
でバイデン政権が末期に差し掛かった頃、全世界が深刻なインフレに見舞われ、アメリカ人は経済問題に関して激しい怒りに燃え上がり、この怒りはトランプの共和党への支持へと向かい、共和党はその見返りに富裕層向けの巨額の減税を可決した。この状況に多くの人が唖然としている理由を理解するのは難しくない。アメリカ人はなぜ自分たちの経済状況にあれほど怒りながら、その苦境の実際の原因との明白なつながりを見逃してしまうのか、なぜ移民に怒りを向けながら大富豪には怒りを向けないのかということですね。まあこれは多くの左翼とかリベラル系の人たちが持ってる問題意識だと思うんですけど、アメリカ人はいろんなポピュリズム運動をやってきたけど、マムダニ以外あんまりうまくいかなかったと。で、マムダニの選挙キャンペーンは今までのポピュリズムとはちょっと違うと。それはポピュリズムを多くのインテリリベラルと言われる人たちがですね、誤解してるからだというふうにヒースは説明してます。ポピュリズム、そしてポピュリズム的な怒りを理解する上で最も重要なのは、そこが経済的なエリートへの反逆ではなく、認知的エリートへの反逆だということである。ポピュリズムの中核は、インテリがその取り巻きが支持する突飛な空論を捨て、常識を肯定することにあると。常識が大事なんだと。で、常識とは合理的推論ではなく直感で判断されるものであると。で、これをいきなり要は認知ができる人っていうのがインテリと言われる人たちで、まあ私も一応だからその類に入ってしまうと思うんですけど、要はそういう人たちを憎んでいる人たちがポピュリストであると。まあこれどういうことかっていうと、要は直感でもって具体的な物事しか判断できない人っていうのが、まあ社会でものすごく増えてるっていう、まあ問題意識なんですね。例えば生活費っていうのは抽象的な概念である。だが食料品の価格は一時表彰、まあ具体的な表彰価格があるわけですよね。卵1パック何円とか。で、スーパーの卵、棚を見るなり、最後に買ったオレンジジュースやパンの価格を思い出すなりすれば、食料品価格はすぐイメージすることができる。これはトランプが多くの時間をかけて訴えてきたことでもある。アメリカの左翼どもが嘲笑してきた点でもある。だがそうやって、嘲笑することで左翼はある意味工事の愚かさを露呈していると、いうことでですね、まあ要するに何が言ってるのかというと、インテリの人っていうか私みたいな人間っていうのは不平等が良くないで、資本家の搾取が良くないみたいなことを私もいつも言ってるわけですけど、サプライチェーンとか不平等とか経済格差とか、まあ、社会構造とかってものすごく抽象度の高い概念なんですね。だからポピュリストの人っていうのはこれ誤解しないでほしいんですけど、バカだとかそういうことを言ってるんじゃないですからね。具体的なことで示してもらわないと分かんない人たちなんですよ。おそらく自分の生活半径5メートル以内のことを全ての基準に考えていて、で常識と直感で物事を考えるから、常識や直感に反することっていうのは認知できないと。でそれを認知できる人たちのことを認知的エリートだとして憎んでるっていう、確かにその通りだなというね。だからポピュリズムの正体っていうのを結構分かりやすくと言っても結構まあ難しいは難しいんですけども、示してる内容だと思います。だから、トランプっていうか、そのトランプに学んだマムダニは、食料品の価格を具体的に下げますよと、食料品店を、ニューヨーク市でですね公営にして、ここでですね安い食料を販売してあげますよっていうことを具体的に言ったり、まあ街頭でああやってね、皆さん見たと思いますけどインタビューして、どこに生活の不満がありますかって、卵の値段が高いんですね、じゃあ卵の価格を僕頑張って下げますからよろしくお願いします、1票お願いしますっていうような運動をしてうまくいったんですね。はい。で、まあ抽象概念はすごく理解されづらいと、これ自分なりにまとめたんですけど、例えば平和とか国際協調とか差別反対とか人権とかってめちゃくちゃ抽象度が高いから分かりづらい。で、言っただけで抽象的なことが分かんない人から見ると上から目線だって言われるんですよ。でも具体的なことっていうのはすぐ理解される。なぜなら身近にあるから。卵が高い、中国が怖い、外国人観光客が多すぎる。で、結果的に、平和は大事ですっていう言葉は全く受けない一方で、中国は脅威ですっていう言葉は受けまくるというですね。まさに高市さんがやってることってこれじゃないかと思うんですよね。はい。すいません、ちょっと長々と説明しちゃいましたけど、はい。よかったらヒースの、文章を読んでみてください。
民主党本当に連合から切られたの？それは嬉しい。いや、ほんと切ってほしい、早く。この騒動で恥ずかしながら初めて知ったけど、中国は労働者の健康被害とか無視してるから安価に供給できる。そのことをリベラルは批判すべきだが、だからといって今回のドル縄劇場はまた別の話である。まあその通りですね。はい。だから、抽象概念とか、っていうか、イメージ上の中国と実際の中国っていうのを区別できる人はちゃんとそういった論立てが組めると思うんですけど、まあ彼らはね、イメージの、なんか、隣のいけすかない国中国っていう具体的な何かでしか考えてないから分かんないんですよね。まあ具体だってイメージなんですけど、分かんないんですよね、多分。そうですね。令和さんはやっぱりその辺ね、説明は上手ですよね。そこは見習わないといけないと思います。常識や差別や偏見まみれの場合どうすればいいんですかという。だからそこが問題になるんですよね。でポピュリズムでそれに対抗するっていうのはなかなか難しいところはあると思います。それも最後にお話ししようと思います。資本主義における剰余価値の搾取の概念とか伝わりにくいですからね。そう、マルクス理論のね、根幹の部分でもあるんですけど、やっぱり抽象度が高すぎるので、まあ私もあんまり理解できてないくらいだし、はい。今日見る元気がない。キャミさん、ゆっくりお休みください。ありがとうございます。いつもありがとうございます。全然無理しないでくださいね。まあ、高市さんで気分悪くなるのはしょうがないので皆さんも無理しないでください。ありがとうございました。こたつ猫がイメージされるこたつ猫さんほど悪質じゃないですよ。あの人ほんとね、ひどいですよね。反共主義者ですからね。ポピュリズムの言語化、すごく合点がいきました。外国人観光客が多いっていうのは具体的なんでしょうか。まあ、イメージの面も大きいと思います。テレビに映ってるからっていう理由ですよね。ただ、実際にやっぱり観光地に住んでる人とかは、なんとなく外国の人が多いな、外国っぽいルックスの人が多いなっていうのは感じてんじゃないですかね。シンズさん、コンカラスです。中国に対して生きると支持する人がいるっていう、そうですね。外国人観光客が多いも具体的じゃない。外国人観光客のマナーの悪い具体的行動をピックアップして演出。なるほど。TikTok とかそうですね。YouTuber はそういうことやってますよね。悪質だけど。まあ、ヘイト動画ですよね。ありがとうございます。まあ、なんで、ヘズマリュウの活動もそれに当たると思いますね。はい。そうですね。つい私もだから抽象的なことを話しがちなんですけども、抽象的なことってやっぱりみんな理解できないっていう前提で話さないといけないのかなというふうに思いますよね。そう、でも共産党さんはね、やっぱりそこら辺すごく理解してて、できるだけわかりやすく説明しようって努力されてるのですごいなと思いますね。はい。そう、でも反ヘイトって常識に立ち向かわなきゃならないところもあるから難しいですよね。はい。なんですけれどもね。ただね、こういうことが理解できなくなってるのって私が勝手にジョセフ・イーツとか私が勝手に言ってるわけじゃなくて、やっぱり世界でですね、そういうその認識能力とか読解能力のレベルが 11% ぐらい今落ちてるっていう計算結果があるようなんですよ。まあコロナ禍の影響とかがやっぱり大きいみたいなんですけど、まあこれね、興味ある人は見てほしいんですけど、まあ読み書きとかね、読解能力とか、まあ基本日本もね、一応腐ってもね、民主主義国家で、学力のね、レベルは非常に高いわけですけれども、ほとんどの多くのですね、OECD 諸国と言われるような国々では、読み書き能力が低下していると。だから、昔のようにですね、昔の人ほど、情報がこれだけ溢れているにもかかわらず、話を読解する力っていうのが落ちてるわけですね。まあそれはもちろん資本主義とかの抑圧であったりとか情報が氾濫しすぎているっていうところとか、まあツイッターのように短文で何でもかんでも伝えようとするっていうところがいろいろな要素があるとは思うんですが、まあ先ほど言ったような常識とか生活実感に基づく世界観とこういうのってものすごく相性がいいんですよね。例えばまあ高市さんが憧れていることで有名なマーガレット・サッチャーさんが1987年に、社会というものは存在しないという、雑誌で発言したことがあるんですけど、まあ、サッチャーの言葉っていうのは社会なんてものは存在しないと、あるのは個々の男たちと女たちと家族のみであると。まあ、彼女はこの言葉でもって戦後イギリスの福祉国家を否定し、徹底した個人の自己責任を強調する新自由主義の哲学っていうのを表明して、まあ、市場がね全てをコントロールする。で、人間っていうのは個人しかいないんだから、
社会なんてものは存在しないんだと。そんなことは考えなくていいんだと。とにかく目の前のでお金を稼ぎなさいみたいなことを、彼女は言ったわけですけれども、働いて参りますのですな話ではないですけどね。ただ40年ぐらいこういう思想が世界中で蔓延して、個々人がバラバラにされ、社会っていうものに対して私たちがイメージするのが困難になってきてると思うんですよね。だから目の前のやっぱりお金とかで、スーパーの値札に一喜一憂することになってしまってるので、こういう状況の中でですね、先ほど普通とか常識っていう話が出しましたけども、右傾化ではなく普通の国になるだけだと、高市首相は野党から右傾化への懸念が出たことに対して、決して私がやっているのは右傾化などではないと。私は日本を普通の国にしているだけなんだと。今回言ったんですけど、これが普通だと。私が高市早苗が一番普通の人間なんだということになると、いわゆるね、高市さんに同意できない人は普通の日本人ではないということになり、すなわち反日だということになりますよね。だから直感的な判断でそうなるっていうことですよね。自分の周囲の周り5メートルだけを認識して生きてる人にとっては、高市さんにね、シンパシーを抱いてる人も結構いると思うんですけど、そういう人たちにとっては、自分たちがね、支持している高市さんが私は普通なんだと、決して右傾化してるわけじゃないんだと、批判するやつが反日なんだと、いうふうに言った場合ですね、私たちが普通の日本人なんだという認識してしまう可能性が非常に高いんじゃないかと思います。でこういうのってね、でも本当サッチャーの時代からずっとだと思いますけど、日本では90年代からやっぱり組織的にそういう教育が行われてきたわけで、例えば育法社っていうところの教科書があったんですけど、右翼的な出版社でね、この教科書が目指すものは左翼ではないちゃんとした日本人を作ると、語っているのが、代表執筆者であった東大名誉教授の伊藤隆という人なんですけど、ちゃんとした日本人を作る、ちゃんとした日本人とは左翼ではない人間である、反日と言ってもいいかもしれない、歴史からは何も学ぶ必要がないあんた歴史学者でしょっていう感じのちょっと信じがたい発言なんですけど、でも日本会議とかに連なってね、歴史修正主義運動をしてきた人の思想ってこれなわけですよね。右翼こそが普通の日本人なんだっていう。で、右翼こそが普通の日本人で社会なんて存在しないんだっていうのが、いろいろ組み合わさるとですね、やっぱり高市早苗政権支持という結論にたどり着かざるを得ないと思うんですよね。ちなみに伊藤のこのセリフが出てる、映画教育と愛国、素晴らしい作品なので、よかったら見てない人はチェックしてみてください。はい。すいません。ちょっと、続けて喋っちゃいましたが、渡辺裕二さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。貧困のため日本人に見える人が行楽地に少なく割合外国人が見えたと。そうですね。日本のアジア風の人が、中国の人少なくなってるんで、来なくなったからっていうのは大きいと思いますね。はい。日本国が日本国だから日本人のものだが最も端的なもので、この端的なものから外国人を排除するっていう、そうですね、直感に基づいてやっぱりそういうことを言ってしまってるわけですよね。はい。TikTok で早苗可愛いと消費する若い層が本当に投票に行くと恐ろしいことになるかもしれない。コロナの時期はガリガリ勉強してたけど世間では違ってたのか。やっぱりね、全体的にその学力とか認識能力すごく落ちてるらしいです。やっぱりリモート授業とかでね、人に触れ合う機会が少なくなったりしたことが結構影響してるみたいですね。はい。あとはね、ネットで陰謀論にはまっちゃった人とかもいっぱいいるんだと思いますけど、はい。外国人を排除するはもうちょっと抽象的に見られる人にはさすがにやばいってバレるからマナーの悪いとかね、そう日本人ファーストみたいなね、ちょっと思ってはあった言い回しをするわけですよね。はい。私もね、言うて読解力落ちてる気がするんですけど最近ちゃんと本読めてないしな、なかなか。新自由主義の肝は貧困を個人の責任として富裕層が独占する富を正当化するエセ経済学のイデオロギーです。そうですね。上からの、革命的なデビッド・グレーバーっていう人も解説してるんですけど、上からの攻撃だっていうね、下からの革命じゃなくて上からの革命だとも言われてますよね。
そうですね。だからやっぱりコロナ禍を経てね、大きな読解力とかね、人々のコミュニケーション不足みたいな問題が起きてしまって、それ自体はまあ仕方がないことだったと思うんですけども、いろんな影響をもたらしてるなと思います。はい。普通の国過ぎた美を公認する。誰だって自分が普通だわ。それが普通は嫌すぎる。高市の言う普通の国は戦争のできる国。まあそうですね。伊藤の言う普通の国っていうのもね、戦争のできるおそらく国でしたからね。はい。まあこの人もう死にましたけど、普通の国って何なんでしょうね、本当ね。この自称普通の日本人を作るっていう。やばい、このプロジェクト本当邪悪ですよね。まあこの人もう亡くなってるんであれなんですけれども、教育大国のね、インタビューは本当ゾッとするので、ぜひ、映画見れる人は見てください。はい。リバタリアニズムとネオリベラリズムの行き着いた先がテック先制主義のような暗黒啓蒙だったという。ちゃんとした日本人、東大もピンキリ。ただこの人が本当ずっと東大名誉教授だったって事実が怖いですよね。確かに歴史学者としてはいろんな功績を残した人なんですけど、だからといって晩年に歴史修正主義に走ったらダメでしょって感じですよね。いや、ほんとよくもまあこんなこと言えますよね。普通を自称するのやめてほしい。右翼であることを誇れないなら右翼をやめてほしいですって。はい。高市という左翼を、普通を左翼では雷を意味するんだろうなと。そう、だからね、左翼じゃなければ普通の日本人であるみたいな、ちゃんとした日本人であるみたいなことを伊藤は言ってたわけですけど、まあ明らかにね、安倍晋三の思想とかにもこういう人は影響を与えてますよね。はい。普通を強調するとエリートを殺し始めそう。だからやっぱり彼らはね、先ほどヒースが指摘したような認識的エリートっていうのを憎んでるんですよ。物理的っていうか具体的じゃない物事、平和とかね、ですね、国際協調とか差別反対とか人権みたいなことを理解できるっていうのを、まあなんか知らんけど憎んでると。まあ確かにその能力でもって人をね、バカにしたりするのは差別なんで絶対やめるべきだと思いますけど、いや、幼少期からこういう訓練してこなかったので学校でやるって言われなかったってちょっと思うんだけどなまあそれも教育の失敗かもしれないですよね。はい。そうですね、上からの階級闘争ですね。去年初めて育法者の歴史の教科書読んでみましたが、隣に武田なんとかの教科書があったのでちょっとまとめてみましたそうなんですねさすがに武田恒康よりはまともなんだ。まあちょっと育法者の教科書読んだことないので、実際この人が何書いてたかね、まあ教育大国で紹介されてる内容しか知らないんですけど、はい。まあ安保法制も上からの革命ですよね、ある意味ね。それこそ私は誰かが傷つく政治や言論なんて絶対間違ってると思って最近烏丸さんの動画を見始めました。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、おすすめの本、なんだろう。差別は大抵悪意のない人がするとか、まあ、差別に関する本だったらですね、ぜひともその本チェックしてほしいですね。あと、まあいろんな本あるんだけどまあいろいろラジオとかでね、紹介しているんですけれども、まあ人ですね、そうやって悪意ある差別的な言論で傷つけたり、しないっていうのではですね、この本非常におすすめでございます。ちょっとすいません、話題それましたが、私も読んでおります。話し合いができない人がめっちゃ増えた印象です。自分の思いしか根拠を持たない。まあそうですね。だからポピュリストですよね、いわゆる。直感と具体的な例でしか物事を判断しないタイプの人。まあそれ自体が悪だとは言いませんよ。それ自体は悪じゃないんだけど、まあでもそれが普通なんだっていうふうに言われるのは困りますよね。あなたそもそも社会というものをちゃんと認識できてないでしょっていう。具体的現実的植物的なものを商用するってのはね、正直ナチスと同じですからね、その傾向ね。ナチスもやっぱりその抽象的なものを結構憎んでたから、トランプ現象もポピュリズムもあれはエリートが仕掛けたものであるという認識は必要です。決して不満をためた貧困層の、そうですね。すいません。そこは注意すべきところだと思います。トランプ現象にしろね、ポピュリズム現象にしろ、そういう認識的エリートというものを憎んでる、別種のエリート、まあトランプみたいな人ですよね。ああいう人たちが仕掛けた攻撃であって、貧しい人たちがやってるわけじゃないので、はい。そこは誤解しないでください。はい。
そうですね。安田月さんの D4P もおすすめでございます。ありがとうございます。表現の自由選手が抽象表現を理解できないと言われてるのと同じっていうか、そうが丸かぶりですけどそうですね。まあやっぱりあの人たちはね、かぶってるんだと思いますよ。抽象的なものをやっぱり理解する能力に欠けてる。だからそれ自体が悪ではない。それ自体が悪ではないし、その頭の使い方が多分違うだけだから、具体的なものに関して強い人っているじゃないですか。だから決してそれをバカにしてはいけないです。実際にね、それこそなんていうのかな、具体的に職人的にね、目の前のものを構築できたりとか、コードを組んだりとかってできる能力、私はないし、そういうことできる人の方がどっちかというと資本主義社会では重宝されるじゃないですか。記憶力が抜群にとか。でも、社会のことについて考えるんだったら、絶対に抽象思考が必要なので、まあそういう人はやっぱり政治家とかやるのは向いてないと思いますよね。はい。そうですね。そう、まさにテックエリートがそういう人たちですよね。イーロン・マスクって基本的に抽象的なこと全く考えられない人だと思うんですけど、まあ天才って呼ばれててね、ああいういろんな企業を作ったりとか、まあしてるわけじゃないですか。まあ彼はね、一番極端な例ですけどね。だからやっぱりその文系エリートと言われるような人たちを憎んでるのかなと思いますよね。そうですね。そう、理想的とか抽象的とか、まあ哲学的なやっぱりね、ものを元に作らないと、やっぱり倫理から外れた行為をしたったり、まあ、ティールとかレイマスクとか、今、すいません、例に挙げていただいてありがとうございます。一番わかりやすいですね。典型的なんですけど、絶対それが前提として必要なんですよ。だけど、その価値を理解してもらうっていうのはね、特にそういうエリート的な、まあ成功してるああいうね、技術者みたいな人に理解してもらうっていうのはかなり厳しいですよね。そもそも彼らってそれを言うのを嫌ってるし、まあコンプレックスを抱えてる可能性もあるから、まあ昔ながらの理系対文系みたいなもんですよね。まあ、日本のその二分法みたいなのも私はすごく良くないと思ってるんですけど、日本だと特に理系の人たちがエリートとして商用される傾向があるので、まあこういったね、ポピュリズムが暴走すると歯止めがあんまり効かないのかなというのはありますね。はい。でもただね、本当にそれだからといって、自分たちが普通みたいに名乗るのは本当にやめてほしいですよ。権力側が普通を名乗り始めたとき、それは権力に従わない人を切り捨てるための口実になります。思想だけではなく、人種、性別、年齢、疾患の有無など国家が定義する普通のモデルになれないものは、社会の異物としていくらでも排除できる根拠になるんですと。とても危ない言葉のように思いますということでですね、全く行政書士の村田先生ですけど、全くその通りだと思います。というか、まあ、LGBTQ のね、権利運動とかしてる人はね、分かってらっしゃると思うんですけど、ダメですよね。典型的な普通の日本人みたいなのを勝手に、しかも権力側の人間が設定して、そうでないやつを教育し直すんだみたいなことを言い出すのはファシズムですからね。まあ、絶対に止めなきゃいけない動きだと思います。はい。まあ、チーム未来の安野さんもどっちかというとテックエリートっぽいよな。あれは。でも彼はそれなりに社会的なことを考えてる人のように言えますけどね。大丈夫だろう。どうなんだろう。いや、でも本当文系蔑視ひどいですよね。だからそれが結局、抽象度の高いことを言える、まあ大学の先生とかね、ああいう人たちへの軽視みたいなのにもつながってると思いますよね。はい。本当はね、やっぱり彼らの知識ってものすごく重要なんですけどね。そういう曖昧なものが自分のことを守ってくれてない、関係がないという感覚はどう解き起こせばいいのか。そういうのはなんか自己効力感の問題かもしれないですね。要は自分と社会がやっぱり切り離されてたり、常にそういうテレビとかネットメディアだけで物事を見てしまうと、私もね、その傾向はありますけど、やっぱりその社会と自分がね、つながりを持ってるってことを感じられなくなったりするので、まあデモに出たりとかで、まあそれが難しい人は、何かしらね、社会的な活動をしてみたりするっていうのもいいかもしれないですね。はい。村田さんは素晴らしいですね。行政書士の傍らこういった活動もされてるわけですからね。だから、パートナーシップの遺言所とかにも関わってる方なんですよね。はい。こういう方が増えてほしいなと思います。はい。
ただね、ちょっと暗い気持ちになってきたと思うので、まあ、このポピュリズムは止められるのかということで、まあ、先ほどのね、まあ、ただヒースの、論理だと、まあ、左派がちゃんとポピュリズムを理解してれば、まあ、理解しないでバカにしてるから良くないんだと、ちゃんと理解して利用しろと、まあ言ってるので、まあ、経済以外でね、高市さんの弱点っていうものを私考えたんですけど、やっぱり具体的にはね、自民党だと思うんですよね。まあ、純ちゃんさんとかもこれ指摘してるけど、高市さん解散表明の TikTok が上がっていたが、1番目のコメントは、高市さんは好きだけど自民党は嫌だだったと。で、まあ、この層が多いと、おそらく自民党への投票率がやばいと。で、この層に一番アプローチしてる、参政党の神谷宗平は、まあ、ずる賢いですよね。最近なんか神谷は、私が高市さんを支えるんだみたいな、わけのわからんことを言い出して、まあ、参政党に比例で投票してね、自民党は、まあ、総選挙区じゃない、とりあえず選挙区で考えてくださいみたいなことを言ってるみたいなんですけれども、まあ、確かにそれやられると参政党が伸びちゃうのでね、それはそれで嫌だなとは思います。まあ、ただ、実際神谷に乗っちゃうような人はともかくとしてまあ結構ね、これが高市支持者の本心じゃないかとは思うんですよね。高市さんのことは好きだけど自民党は嫌いみたいなね。だからまあ自民党裏金議員を比例重複公認したわけですよ。で、非公認もなしと。で、まあ石破さんがね、せっかく裏金議員をね、非公認にして落としたというのに、また復活させようとしてるわけですよね。まあさっき杉田水脈については紹介しましたけど、ね、まあ杉田に関しては、なんか知らんけど、石破さんの時にさえちゃんと公認されていたのにですね、なんだ、参院選の方でだけど、また公認するというような暴挙をしでかしている。で、早速まあ批判の対象になってるわけですよね。だからまあ、杉田水脈という、まあ具体的なこういうヘイターみたいな人が、まあ出てきてくれるっていうのはですね、私たちにとっては批判しやすいので、まあ具体的に何が悪いんですか、杉田水脈が悪いんですと。まあ例えばね、下村博文が悪いんですと。責任ある積極財政で強い経済を実現する私は、返り咲くのだ私は、みたいなことは延々と書いてるんですけど、いやもう二度と出馬しないでほしい。あれだけ安倍さんの顔に泥を塗り、岸田総理を続けられなくし、石破さんに尻拭いをさせ、平気でこんなことをいける神経さんに目を疑うって。このアカウント見たことなかったんで、ちょっと確認したんですけど、なんかネトウヨの人だったんですよね。どんだけ嫌われてんのって、この人っていう。まあ、ね、朝鮮学校のね、に対する補助金を打ち切ったりした張本人なんですけども、まあ、下村がやってきたこととかね、裏金の問題とかもいろいろ考えたらですね、こういう、まあ、安倍支持者と思われる人でもこういう感想になるの当然だと思うんですよね。もう二度と返り咲くべきじゃない人じゃないですか。だからまあ具体的に何が悪いのかというと、杉田水脈や下村博文とか、あと青山茂春のような人が悪いということをですね、まあ私たちとしてはガンガン訴えていった方がいいんじゃないかなと思います。兵庫8区から出馬されるそうでございますが、私の本を読んでいたがん患者に握手したら体からがんが全部消えたんだ。少女たちの霊と私は暮らしている。共同通信の記者時代もずっと手から金粉が出ていました。安倍さんの霊が私の体の中に入り込み、あっという間もなくスパーッと右上に飛んでいったということで、青山さんはなんか自分のチャンネル消した方がいいんじゃないかっていう気がするんですが、まあ、ただ青山さんも青山さんで杉田水脈と同じく一部にね、熱心なファンがついているので怖いっては怖いんですけど、まあ落選すべきだと思うし、具体的なね、非常に具体的なその攻撃材料がわざわざ自分の方から出てきてくれたので、まあこれを使わない手はないですね。裏金議員は全員落選すべきだと思います。はい。ということで、ちょっと高市さんとポピュリズムの話でした。そう、だからね、理系エリートとかね、医者とかのね、レ投与率高いじゃないですか。だから彼らはね、だから、正直抽象的なことを考えるの苦手なタイプのエリートの人たちだと思うんですよね。だからお金を持ってるし頭もいいけど、なんか文系にそういうこと言われるとムカつくみたいな。だから割とそういう素朴な人がポピュリストになっちゃってるのかなという気がしますよね。だから知性の問題じゃないんですよね、やっぱり。うちの自治体でパートナーシップ条例作ったとき、かぼちゃの受粉を引き合いに出され、これが普通ですよねって言われて、ひっと。
だからその異性婚とかを普通みたいなことを言うのは差別そのものなんで、本当いい加減にしてほしいですね。高市応援したいから参政党に入れるという理意識の人はそれはそれで怖いですけどね。そう、保守党と参政党はね、まあ高市さんのおこぼれもらうのに必死だから、まあうまい具合に自民党裏金議員を削ってくれればいいんですけどね。まあただ彼らはね、何がプラスになってマイナスになるか分かんないんで、やっぱり自主的にこちらが、批判するべきだとは思います。いや、本当ね、極右政党には入れないでくれよっていう。そうですね。まあ、恩恵層の受け皿として中道に行くっていうこと自体は悪くないと思います。はい。参政党ね、なんか冬場でもなんか岩手の方だったっけ、なんか真冬の中で旗とか立てさせたりしてて、だからそういうパワハラはやめてほしいんですけどね、見てていたたまれないですよ、参政党員とはいえ。右翼にとって高市って左翼にとっての石破、それぞれ自民党の中で一番マシと思っている選択肢。ああ、なるほど。まあそうですね。裏金議員の皆さんはね、それは絶対高市さんに再選というか、勝ってもらって、自分たちが当選したいというふうに目論んでると思うんですけど。まあでも具体的にはこういう人たちなんでね、やっぱり具体的に下村博文とか青山茂春はないっていうことを言っといた方がいいと思います。はい。こんなのが国会議員。いや、ほんと青山さん、友国連合から出ればいいのにね。本当に。安倍さんに失礼じゃないですか。さすがに安倍さんに同情してしまうわって。選挙 .com チャンネル見たら高市愛あふれるコメント多数でした。まあでも高市さんはだからね、ある意味無敵なんですよ。今ポピュリズム的人気が高いじゃないですか。で、高市さんがその自分たちのね、ある意味象徴みたいに対中国のね、最終ヒーロースーパーヒーローみたいな感じになってしまってるので、だからポピュリズム的なね、中国が怖いみたいな感情が強い状況ではなかなか高市人気っていうのは下がらないのかなと思います。ただ自民党が人気出るかっていうのはまた別の問題なんで、裏金議員が復活しようとしてますけど、それでも自民党に比例入れるんですかって杉田水脈とか下村博文とかね、青山茂春とかいろんな人が当選しますよっていう話を、した方がいいんじゃないかなと思います。はい。中道の話これから詳しくしますね。そなかつ聞くとなぜか死の羽ばたきを思い出してしまう。死の羽ばたき怖っ。でも本当ね、ネットのこういう、さっきのピボもそうですけど、ポピュリズム的な論調を煽るのやめてほしいですよね。まあこの人ね、腐っても専門家だからね、そんな煽りまくるようなことは言ってないんですけど、でも結局こういうね、番組に絶賛が集まってね、中国に戦う手段はあるんだみたいな、ことを言われてしまうのは本当にまずいと思います。勝ち目ないんで無謀な戦争に突き進むのはやめていただきたいなと思います。はい。ということで、高市さんの話でした。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。ということでですね、ここからはちょっと今回中道改革連合がね、できて、それをね、強く支持している方にとっては、ちょっとあまりあれな内容面白くない内容になっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと私は危機感を覚えているので、はい、中道改革連合と左派が早くも揉め始めているというちょっとお話をしたいと思っております。斉藤哲夫党首の動画を流します。立憲って安保法制とか原発再稼働とかちょこちょこ政策が違うというか結構根幹部分違うかなって印象なんですけど、それ一緒になって大丈夫ですか？はい、今回その5つの制約の中で、例えば平和安全法制、集団的自衛権を限定的に容認した公明党が作った平和安全法制、これが日本の今の安全保障を守る上で非常に大きな役割を果たしているというふうに評価されています。平和安全法制を認める、また原発については再稼働を認める、
こういうこともその先ほどの5つのなるほどなるほど。中道政治の柱の中に入っておりまして、うんそういうことに賛同する人が集ってくるということああ、じゃあそうか、賛同しない方は来ないってことですね。そういうこと新党には。です。はい、立憲ってはいということでちょっと衝撃が走ってるんですけど、中道改革連合がですね、5つの政策の柱というものを示したんですが、なんとですね安保法制は合憲だと。それは確かに共産党さんじゃない公明党さんのね思想からしてそうかなとは思ったんですけど、原発再稼働も認めなさいとちょっと言ってしまってます。で、公明党の斉藤代表は18日、安全保障関連法を合憲と認め、原子力発電所の再稼働を容認する議員らが新党に合流するという認識を示した。どなたかを排除するというような、希望の党のようなことは私はしませんよとも述べたんですけれども、事実上の参加条件がこれであると。斉藤さんは、新党の基本政策に安保法制が合憲であることを前提とする政策や原発の再稼働の容認を盛り込むとの考えを示しました。その上で賛同する方が入ってきていただくと説明し、公明党新党を結成した立憲民主党は、安保法制の違憲部分の廃止であるとか、原発再稼働反対というような公約を掲げていたので、真っ向からぶつかる形になったんですけど、皆さん知っての通りですね、ほとんど立憲の方は、中道に合流しましたので、事実上飲んだと見ていいのかなという、この、昨日今日かな説明された内容では、ちょっとこの辺ねぼかされていたような感じも受けたのでっていうところではあるんですけど、ですね。だから事実上ですね、公明党側の主張を飲んでしまったのかなというふうに言われております。キノリオさんコンカラスです。有名ゲーム実況者の動画で選挙よくわかんないんだよね、自民党に入れて高市さんに頑張ってもらおうという謎の流れで案件かと思いました。そんなこと言ってるやついんの？それは悪質ですね。それはちゃんと分かってる人な気がするからわざとじゃないですかね。やだな。有名実況者でネトウヨなんだ。集団的自衛権を限定的容認って可能なんですか？一応だからその立憲の一部の枝野さんとかの理屈としては、今の運用上個別的自衛権の発動に限られているし、存立危機事態みたいなのがね起こるっていうのは、そもそも個別的自衛権が発動するね、日本がね危機にさらされる状況以外考えられないのだから合憲であるっていう主張なんですけど、その今まで言ってたことと違うやんっていう、ところですよね。令和の社交合意みたいになっちゃいましたよね。関係安保法制はちょっと踏み絵ですよね。元立憲の候補者は人間で見ましょう。入管法改悪に反対した人は応援できるんじゃないですか。もちろんね、個々人のその候補者さんについてはね、人間で見れると思いますし、だからといってね、中道を全否定すべきかというと、それはね、極端すぎると思います。それは極端すぎると思うんですけど、これ相当やっぱり左派系の人から批判されてますよね。いや、平和安全法制っていう言い換えそのまま使うんだっていうところでやっぱり公明党さ、その安倍さんの時からスタンスを変えたわけじゃないのかっていう、やっぱり正直それはがっかりしましたよね。だから与党になった瞬間再稼働みたいなことされるのたまらないんですけど、新しい綱領から消えたって聞きましたけど、いつ転ぶか分かんない。そうなんですよね。曖昧になってるんですよね。実質立憲左派を淘汰して吸収合併させたということか。枝野さんは中道旗揚げ前にこの件いろいろ言ってたが、そうですね、枝野さんは多分ブラフ巻いてたと思いますよ。多分こうなるって分かってたんでしょうね。彼は知ってただろうから。浜岡原発がとんでもないことになっている以上、今原発再稼働を推し進めるとするのは怖すぎます。愛知県の立憲立ち上げメンバーの近藤昭一議員が苦しい説明をされてましたと。そうなんだ。なのでいろんな人がちょっと対応に苦慮している状況らしいんですけど、今さっきね、小西さんですね、まだ見解を発表されてなかったらしいんですけど、ちょっと驚きのコメントをしておりまして、本日の中道改革連合のこれ昨日のコメントですが、安保法制と憲法改正論議に関する基本政策合意は私としては憲法や立憲主義に適合し、かつ立憲民主の党見解と合致するものと考えています。後ほどにそれらについてご説明差し上げますと、昨日ポストされたんですけど、今のところ説明がまだ来てないのかな
してないですね。はい。だから小西さんって一番激しくなんでしょう、この解釈会見みたいなことを反対してた人の一人だから、なぜこの認識に至ったのかっていうところ、産経新聞なんかは面白がって、なんか小西が変なこと言い出したみたいに揶揄したり早速してるんですけど、そういったね、ネトウヨの悪意のある攻撃はともかくとして、やっぱりこれは説明必要だと思うし、今までやっぱり言ってたことと180度変わっているので、どういうことってなるのはね、自然じゃないかと思います。で、他には有田芳生さん、非常にこれ長いのでちょっと読みませんが、新党結成と私の立場はどうなるのかということで、説明されてまして、有田さんとしては非同盟中立外交が私のモットーですと。原発はゼロにする政策が基本です。歴史の教訓もある。内戦で戦った中国共産党と国民党が日本軍国主義を敗北させるための国境合作を行った。どこまでを容認し何を拒否するか、弓道存異に立って共通の目標を見つけ出すため、違いは一旦横に置いてお互いを尊重しつつ協力しようということで、これはね、ある程度誠実な説明だと思います。有田さんとしては中道のそういった政策には合意してないけど、高市に対抗するために協力するのだと。いやでもそれだと外部協力の方が良くないと思うんですけど普通に入党したよねっていう、突っ込みどころはあるんですけどね。はい。ただ小西さんはですね、本当にその問題ないと言い切ってしまってるので、説明違反についてはだいぶ苦しいことになるのではないかと思います。で当然っちゃ当然なんですけれども、社民党さんがめちゃめちゃ怒ってまして、中道の政策いけないと思う人はぜひ社民党に来てくださいと。立憲民主党は180度変わったということで、昨日の会見見た方はね分かってると思うんですけどね、かなり厳しい口調で、いろいろ言われておりました。福島党首は冒頭、生活ファーストなど、社民党と中道では共通する部分もあるとしつつも、安全保障関連法、憲法、原発に関する記述を挙げ、看過できない非常に危機感を持っているということでですね、ラサールさんと一緒に、会見されたんですけども、10年前に違憲だったものが合憲になるかとそりゃそうだよなと。だから一夜にして見解が変わったように見えるのはどうなのかということでですね、はい、棚上げにするっていうそうですね話だったらわかるんですけれども、当然ね、全くそのようにですね、時期通りに見たら小西さんの立場が180度変わったように見えるから、それはやっぱり言われると思うんですよね。はい。そうですね、社民共産はね、そこはね本当ぶれないのであれなんですけれども、ただねこれって今沖縄のことでねちょっと揉め事みたいになってしまってるのはちょっと非常にまずいと思うんですよ。ちょっとそれを取り上げたいと思います。はい。今日開かれた会見では新党の綱領を発表しました。これ政権をいざ担うということになれば、今のじゃあそれをストップするかというところは現実的ではないと思います。お集まりいただいてありがとうございました。会見で立憲民主党の安住幹事長は、辺野古新基地の建設中止について現実的ではないと述べた上で、沖縄の人たちの心情をよく聞き、安全保障との整合性を作ることが大事としています。じっくりしっかり話していけば、お互いのそれぞれの考え方や方向性というものもお互いに理解していける素地は十分作れるというように思います。安住幹事長の発言について玉城知事は先ほど報道陣の取材に応じ、どの政党が政権を担うかにかかわらず県の主張をしっかり届けたいと語りました。一方、去年社民党を離党した沖縄2区選出の荒垣邦夫衆院議員が今日会見し、新党に参加する意向を表明しました。しっかり議論しないといけないんじゃないかなと。沖縄の問題を置き去りにして、そのまま与党を突っ走るという話にはなかなか難しいんじゃないかと。荒垣議員は安住幹事長の辺野古をめぐる発言について問われ、与党になったから政策を変えるという話にはならないと牽制しました。新党については立憲民主党の屋良朝弘衆院議員と沖縄4区から出馬を表明している豊田義行元石垣市議も参加の意向を示しています。はい、
ということで、ただね、これちょっと先に、安住さんの名誉のために言っておきたいんですけど、事実上撤回したみたいです。つい先ほどの屋良智弘さんの投稿なんですが、急遽上京して安住幹事長と面談しました。辺野古基地の中止は非現実的との先ほどのですね、昨日の発言だったんですけども、地元で大混乱を招いていることを重く受け止め、強く抗議したところ、安住氏からは説明が不十分で申し訳ないと謝罪がありましたと。当該発言の真偽について安住氏はかつての民主党政権のトラウマがあったと、26年にわたり自民党と連立を含む公明党が移設を推進してきた歴史的背景を説明したものであったと、いうことで、言葉の一部が切り取られたわけじゃないと思いますけどねだからですね、事実上撤回したと言って思っていいのかなと思うんですけど、ちょっとこれはですね、がっかりですね。マジかよっていう。だから多分批判されなかったらそのまま押し通す気だったってことですよね。それはないっすよね。だから辺野古基地に関して今まで散々反対してきたことは何だったのかという話になるじゃないですか。当然のね、屋良さんが激怒するのは当然のことだと思いますし、とりあえず撤回してくれたことは良かったけど、まだね、この内紛が続く可能性も出てきてしまったかなと思います。ですね。そう。いや、ほんとね、安住さんさ、だからね、今回ほんと、だから普段結構計算高い発言するタイプの人で、そこはね、私も評価してたというか、偉そうでは申し訳ないですけど、私もね、だからちゃんと考えて発言する方だなと思ってたんですけど、考えもなしに言ったんだとしたら、それはそれでがっかりだしで、すでこの発言が出てきたとしたら、やっぱりよろしくないですよね、非常に。はい。そんな軽々しく言っていいことじゃないんで、現実的でないはさすがに看過できないですよね。だから辺野古基地の反対票でね、自分たちのとかオール沖縄が支えられてることを忘れてるんですかねっていう。確かに鳩山さんがね、いろいろ邪魔されてね、大失敗したというトラウマがあるので、それは鳩山さん一人の責任じゃないけど、それはわかるんですけどね。はい。名古屋市長選挙負けたらどうすんだよっていうね。そう、本当にね、地元に今、だから市長選挙もやってるからね、大変迷惑ですよね。はい。政権与党という立場に不可能はないですよ。政権与党になるということはそういうことですと。だから責任与党になる気があるんだったら逆に言っちゃいけないことじゃないかと思いますよね。そう、辺野古の海を埋めても使えないからもう思想云々の問題じゃないんですよね。そう、だから今から自民党みたいな言い訳してたらダメでしょというね。杉原浩二さんも、激怒しておりまして当たり前ですが、こうした重大な政策変更が党内議論を尽くして行われたとは思えません。野党なら言えるが与党になれば言えないというなら公約や政策自体が無意味です。立憲主義を掲げていた政党の振る舞いとは思えませんし、基地建設に抗ってきた沖縄県内外の人々を愚弄するものです。自公や立憲だけの話ではなく、鳩山政権、村山政権でも結局は何も変わりませんでした。政権が誰に変わっても基地の負担は沖縄に戻される。名前が違うだけで構図は同じと。その現実を私たち沖縄の人はですね、何度も見せられてきたということでですね。やっぱりね、日本の、右翼にも左翼にも共通して言えることですけどもね、沖縄をやっぱりないがしろにしすぎなんですよ、本当に。絶対に他の土地だったら言わないことを言っちゃうでしょ。で、社民党さんのね、先ほど言われてる動きなんですけれども、社民党さんがですね、ズケランさんをですね、擁立してなんとですね、オール沖縄と対立するような形になってしまいそうです。はい。先ほどですね、社民党を抜けた荒垣さんが、2区からですね、オール沖縄から当然ですけども、出馬されると。それに際し、ですね、それに際し当然ですけれども、中道改革連合に入ってその上でオール沖縄の枠組みの中で出るっていうことなんですけど、ここに社民党のズケラン・チョービンさんがお出になられて、対決するっていう感じに今なってしまいそうだということで、社民党さんの内部でもですね、賛否が真っ二つに割れているらしくて、本当に擁立するのかと、本当に対決になってしまうのかと、いうことで、非常に揉めそうな雰囲気になっています。
オール沖縄辺野古反対だけが一致点です。中道本部はその辺野古を容認するということなら、沖縄の中道所属議員はオール沖縄になれるのか。沖縄の中道議員が今まで通り反辺野古を貫くとして、そこに資格を差し向ける社民党はオール沖縄と言えるのか。混乱は収まりそうにないということでですね、安倍武さんも懸念を表明されております。いやー、まあ当然ですよね。当然だし、やっぱり社民党さんと中道さんがバチバチやんのはいいけども、沖縄でやるべきじゃないですよ、これは。絶対やめるべきだと思います。まあ、ズケランさんのね、もちろん意思もあったのかもしれないですけど、マジで本土のリベラルは自分の特権性を理解してください。常に沖縄を裏切ってきたのは中央の政治ですと。荒垣さんが中道に入ることは支持できませんが、それでも私は荒垣さんを応援したいと思います。辺野古だけが沖縄ではありません。日々の騒音、性暴力、PFAS 問題、あらゆることにおいて自民党候補と荒垣さんの活動には大きな差がありますから、絶対自民党のね、宮崎を当選させるわけにいかないわけですよ。だからその沖縄2区の事情を、誰よりも知ってるはずなのに、やっぱりこうなってしまうというのはまずいっすよね。どちらかに一本化しないと、最悪オール沖縄の枠組みがね壊れてしまうということにもなりかねないので、よくよく話し合うべきじゃないかなと思います。はい。というかね、やっぱり崎浜さんからここまで言われてるっていうのはね、深刻なことだと思いますし、やっぱり中道の幹部として安住さんも軽率すぎるし、はい。大丈夫なのかなというね。はい。まあ私はもちろん比例ではね、共産社民を応援しておりますけれども、それとこれとはね、やっぱりまた別の問題かなと思います。いや、だから、沖縄のことになるとね、丁寧な人が急に雑になるっていうのはマジでだから本土のリベラル特有の上から目線ですよね。それはだから植民地主義というやつなんで、本当に反省しなきゃいけないと思いますよ。はい。政権交代で右翼が一番トラウマだと思ってるのは、米国との関係がご破産になりそうだってこと。まあ、それが本当に恐ろしかったんでしょうね。だから死ぬ気で辺野古基地賛成したわけでしょ。本当愚かな人たちですよね。まあ確かにその民主党政権の足引っ張ったのは彼らの責任だと思います。ただ、だからといってね、民主党が全て正しかったかというとそういうわけではないし、やっぱり沖縄の人たちは裏切られ続けたっていう気持ちには変わりないわけですよね。目が甘いなら開き直って反高市の野望ですと言えと。まあ確かに中道がね、荒垣さんがオール沖縄に入ってそのままいいのかという問題もありますからね。そう、でも本当沖縄軽視ですよ、これは。去年の参院選で立憲が候補を立てたせいで京都から共産党の倉林さんが落ちてしまった。そうですね。京都でも散々揉めましたからね。確かに京都立憲は非常に共産党と仲悪いので、まあ、なるのは目に見えていたというか、今回もね、おそらくまたバチバチやっちゃうんでしょうけど、なんとかならないかなって気がしますけどね。だからそう、令和新選組もね、同じようなことやらかしてるじゃないですか。一昨年か。だからね、同じこと繰り返さないでくださいよ、本当に。困りますって。だから私としては、当然ですけれども、まあ、本土というか本土出身者の子孫でね、植民地、に北海道に住んでる人間なので、はい、まあ当然ね、マジョリティ側、本土側の立場なわけですけれども、としてね、だって沖縄を軽視するのは絶対ありえないですから、はい、っていうとこですよね。はい。なんでこうなるんでしょうね。なんかなんだろう、細かいところでねちゃんとしてくれないと困りますよね。だから素直に応援したいところではあるんですけれども、はい。地区ごとにね、こうやって変わってしまうとね、こっちとしても態度を決めかねるところがあるので、もちろんね、普通というか、こうやってて別になんだろう、他の候補者さんとパッティングしてないところは別に応援でいいと思うんですけど、はい。会見では福島さんは県連の方針が決まってからみたいな感じの回答をしてました。あ、なるほど、ありがとうございます。そしたらまた変わる可能性もあるのかなっていうか変えてくれないと困るんだけど。はい。
関西の立教対立の要因である部落問題に新たな本が出ます。今までの見解が塗り替えられると思う。あ、そうなんですね。ありがとうございます。いや、私も部落差別の問題もっと勉強しないとな。はい。まあ、以前ね、維新が躍進した背景に部落差別の問題があるっていうことを取り上げたりとかもしたんですけれども、だからそう、昔からの深刻なね、根深い対立があるんですよね。はい。まあ、ただ、中道を批判してばかりでね、ちょっと申し訳なかったんですけど、まあ、中道ができたことでですね、うまいこと、放逐できた人がいまして、まあ、原口和弘さんですね。原口和弘さんは友国連合を結成しました。記者会見には村上康文、吉野俊明、林なんちゃら、石田和康、水島聡などが石浜哲信などが並び、一昨年からの反ワクチン国民運動のメンツそのままです。もはや反ワクチン陰謀論、排外主義者のオールスター感謝祭です。参政党を凌駕するネットで真実な人たちが国政に入り込もうとしておりますということで、はい、全員落選すればいいと思います。まあ、参政党に入らなかったのはね、やっぱ矜持があるのかなと思いますけれども、わざわざ自分のね、なんか党というかは、連合、もともと友国連合ってあったんですけども、を率いてですね、なんか反ワクチンな水島、チャンネル桜の水島聡とかと、吉野俊明とかとタッグになるっていうことで、まあ、これでね、名実ともにですね、排外主義陰謀論者として、言えるようになったと思いますので、原口さんは落選してください。はい、よろしくお願いします。はい。響さん、ここからです。反ワクチン連合。そうそう、原口などが出て行ってくれたことだけは良かった。みんなそれ言ってますよね。これ左から右まで完全な共通見解なんですよ。原口和弘さんが離党してくれてよかったって。いや、申し訳ないんだけど、本当に私もね、だから立憲民主党を応援するにあたって、どうしても応援できない要因になってたから、離党してくれてよかったですね。はい。ポンコツ賛成と、やばいです。はい。落ちてくれ、頼む。吉野が国会議員になったらマジで日本が終わります。おじさんがずらりと並んで参政党のような疑似パリテさえないというですね。まあ、おじさんばっかりなのは中道も批判されてたことなんでね、そこはちょっと考えてほしいですけどね。はい。ただ中道はね、もちろん女性議員さんもたくさんいらっしゃるので、はい。ということでですね。で、中道の動きとしてはですね、また女性議員さんのそのまさに動きがあるんですけれども、国民民主党のですね、選択的夫婦別姓賛成派の円香百合子さんが、中道に入られたそうです。ありがとうございます。国会に選択的夫婦別姓の議員立法をですね、まあ私はあまりよく知らないんですけど、初めてご提出された人で、まあずっとね、国民民主党内で、まあいろいろ活動されて頑張っておられた方なんですけれども、まあついにですね、玉木さんを、見捨てて、中道に来てくれたということでですね、ありがたい話だと思います。頑張ってください。連合吉野会長のコメント、30年間も待たされていた問題です。解決に向けた進展がないのは政治の責任であるということで、まあ国民民主にもね、吉野さんも言うことは言ってたみたいですけれども、まあ新馬和也さんが対家族だの、対共同性だの、子供の名字だのっていうね、わけのわからん妄言をずっと吐いていたということも取り上げられておりますが、誰の責任ですかね、これはね。はい。っていうか、連合はさっさと国民民主を切ってほしいなと思いますよ。だってやる気ないでしょ。だから選択的夫婦別姓すらやらないような右翼ポピュリストなんだから、もう支援する理由がないですよね。だから、まあ、心あるね、国民民の人たちはですね、みんな中道に来てくれりゃいいんじゃないかと思います。私は文句言いませんので、はい。ニルマナさん、ゆうこさん、ここからすです。来ていただいてありがとうございます。そうですね、原口さんはね、ご病気があって、その副作用とかね、やっぱりいろいろなことで医療不振になっちゃったみたいなんで、それはね、本人の責任じゃないので、そこだけはね、やっぱり差別するのは良くないので、本人が悪いわけじゃないと思います。だけど、排外主義とかに賛成したりね、水島聡みたいな人間と付き合ってるのは本人の選択ですから、それは擁護しようがないですね。はい、それははっきり言っておきますけど。はい。立憲から2、3人くらい引き連れていくかと思ったけど、思った以上に人望がなかった。そうですね。原口さん単独で出てきたのに対して、まどかさんが来てくれましたからね、めっちゃいいトレードですよね。これ、最高だなと思いました。はい。
原口さん選挙強いんですよね。地元で絶対的な信頼があるので、そこはね、まあ本人の努力なんですけど、でも本当に落ちてほしい。はい。いや、ほんとね、だから玉木さん見限ってる人はね、みんなまどかさんみたいに来てほしいっすよ。全然、多分中道はね、っていうか、公明党としてはね、だからどっちかというと、ああいう右翼っぽいことを言い出してるのは、多分国民民主をね、揺さぶりたいっていう意図もあると思うんで、はい、全然来てくださいって感じですね。はい。なるほど。玉木慎一郎や新馬なんとかの発言聞いてたが、なんで国民民主党にいるのかわからないっていうね。そう。だからですね、なんでしょう。今まで玉木さんのそういうね、すげえミソジニーっぽい発言とか、選択的夫婦別姓に全然、反対しまくるような発言とかですね、聞いてたらですね、やっぱりね、両親は傷んでたんじゃないかと思いますよね。はい。国民民主は保守のふりしてるけど、実は選択的夫婦別姓に反対できない人ばかりです。支持を受けている人たちの影響もあります。そうですね。だからもともとリベラル派の、だから民主党系の人たちがね、残ってますからね。だからね、我慢してるんだと思いますよ、みんな。二人がこんなんだから。そう。だからね、ちゃんとした人はね、ちゃんとした人っつうか、なんだろう、中道の中でも、やっぱり原発とかにね、反対の姿勢の人とかがあえて中道に入ってほしいと思います。国民民主とかからね。そしたらやっぱり、公明党さんだって、下手なことできないじゃないですか。だからね、そういってなって、バランス取ってくれれば、本当に中道寄りの政党になっていくと思うんですけどね。そう、でもそう、人を選ばないとね、すぐなんか維新みたいになったりで、ごちゃごちゃになるからね、それは本当気をつけてほしいですね。まあ、斉藤さんが仕切ってるうちは、逆に大丈夫なのかなという気もしますけどね、かなり厳しそうな方だから。でもやっぱ安全保障、安保法制をね、いきなり踏み絵にさせるところとかはちょっと怖いなって思っちゃいましたけどね。そう、玉木さんってミソジニストですからね。これはもう言い訳しようがないので。で、まあ、仲介連合をですね、かなり批判している、最後、中野浩一先生のコメントなんですけど、中道改革連合の選挙戦略としては、小選挙区は創価学会プラス連合の組織協で攻める。石破内閣が続いてたらできた政策をやる。高市自民党内、石破自民党の二択に見せる。比例区は、ロゴ以外特に戦略がない。選挙区後も続く政局に備えて共産党と社民党を今回は押すべきではないのかと。中道改革連合は小選挙区ではある程度自民党からひっくり返すと思うけども、国民民主や維新、保守党も残り比例府で、増やす可能性は高くないし、共産や社民がその分頑張ってくれないと、選挙後参政党も含む右派政党がキャスティングボードを握り、政界再編がさらに続く際に目も当てられなくなるだろうと、いうことで、まあ中道に対してね、ちょっと中野先生かなり厳しいですけど、私も正直同意見ですね。ここでやっぱり社民党さん、共産党さん、確かに共産党さんは、党内のね、高齢化が著しくて、まあ今回もね、議席減らしちゃうんじゃないかと予測が出てしまってますけど、やっぱりここでね、左派政党が一気に縮むみたいなことになると、それこそポーランドみたいに、ポーランド今、左派政党が盛り返してきて、ようやく少し、ちゃんとできてる。で、ちゃんとというかね、まともになったんですけど、一時すごい極右化してて、イスラエルみたいになってたんですよね。まあ、反 LGBTQ に、走ったりですとか、まあ、中絶をね、非合法化してみたりですとか、だから左派政党がね、全滅した国ってそういう風になるので、まあ、イスラエル見てればわかるじゃないですか。やっぱりここはね、バランスを取る必要があると思うし、中道にいる左派の人たちと、社民共産をですね、やっぱり中心的に応援しなきゃいけないと思うし、まあ、社民党さんはね、揉め事を起こさないでほしいなと思います。はい。まゆちさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。沖縄や連合にいる組合員に踏み絵を踏ませてしまう中道は何をしたいのか分かりません。選挙に勝つために主張を取り下げたのだとしたら、泉は目的と手段が逆転にしているのではないでしょうか。いやー、そうですね。だから、安住さんのね、この発言は一応取り下げたけど、党としての見解として、だから、
多分斉藤哲夫さんはだから辺野古を中止する気ないんでしょう。だからそれはね、やっぱり逆転してもらわないと困りますよね。はい、と思います。共産党。ですね。右中道案によってもそれは自民党になる、いいわってなると、そう。だから結局ね、中道が右で寄ったらで、ただのね、石破自民党じゃんってなりますからね。いや、石破自民党支持の人はそれでいいんだろうけど、私は別に石破ファンじゃないんで、そこまでは思わない。それをは思わないですね。悪いけど。はい。確かに中道は擁立しない選挙区で共産者民を勝手に押せと。ポーランド本当一時期すごかったらしいんですよ。でもようやくね、独裁的なそういうね、極右ポピュリストの人たちが仕切ってたんですけど、そういった連中が倒されて、最近ようやくまあリベラル化したと言われてます。はい。差別化するなら中道左派の方がいいのにねって、いや、本当なんですよね。だから立憲の、だからそれを右旋回したのは本当に間違ってると思うし、間違ってるってやっぱり中道さんに思わせないとダメじゃないかと思います。だから左から引っ張ることが必要ですよね。はい。そうですね。大統領は変わってないんでね、割と保守右翼寄りの人ですね。はい。中道改革連合は正直なところ、根本的なところで自民党との違いがよくわからない。まあ、もともとだから旧民主党で、その自民党とその保守二大政党みたいなのを構想してた人たちがそのまま残ってますからね。だから思想的にはやっぱあんま変わってないんでしょうね。はい。まあ、野田さん、小沢さんは典型的だと思いますけども、で、菅さんも引退しちゃって、まあね、もうご病気でね、復帰はできないというふうに言われてるので、っていうところですよね。だからやっぱり左から引っ張る勢力がないと、まあ、ポーランドとかイスラエルみたいな最悪状態になっちゃう可能性があるんで、やばいですよね。はい。日本は他と逆で若い人ほど保守右翼的で年取った人ほどリベラル左派寄りになってる。まあそうですね、投票傾向で明らかにそういう傾向がありますよね、残念ながら。まあ若い方はなんか分裂してると思いますけどね。共産党とかね、左派を支持してくれる人も多いけど、その右翼典型的なまあ参政党とかね、高市支持の人もすごく多いっていうね、ことですけどね。みんな左に寄ろうって。はい。ということでですね。そうか、大統領も変わったのか。ありがとうございます。すいません、最近ちょっとちゃんと確認してなかった。旧民主党の方、右派であることに期待を寄せすぎなんですよね。そう。だから、保守的になったからといって、だからこの結果見ればわかるじゃないですか。保守的になったからといって、参政党とかね、その、国民民主はともかく、維新とかにいるような人材がうようよ寄ってくるかっていうと、そんなわけないんですよ。だから、参政党に投票してる人だって中道には投票しないでしょ。だってね、先ほども言ったようにポピュリストの連中はこうやっていじめてるわけでしょ。中国みたいなこと言っていや別にだから新中国でも私は別にいいと思うんだけど、そう考える人はね、あと理念とか政策とか抽象概念で考えるタイプの人はそもそも中道に入れないわけじゃないですか。そもそも中道って何っていう話なんだから、だからそれよりは自分のリベラルな面、とてもいい面を前に出して選択的夫婦別姓を間違いなくやるんで政権交代させてくださいみたいなことを言った方がまどかさんみたいなまともな方が来るわけですよねやっぱり戦略として間違ってるような気がしますよね。はい。そう若い立憲支持層がね、そう結局ね結構いたのにね捨てちゃった気がしますよね。もったいないですよね。まあ社民党さん共産党さんはチャンスかもしれないですけどはい。そう右派を取り込むよりもね、そうリベラル派を取り込んだ方がいいんですよ。だってもともとリベラルなんだからで参政党とか維新とか支持してた人がね中道に来るわけないんですから、そういう層はねもう考えなくていいと思いますよ。あんまり。はい。国民民主は分かんないけどね。そう中道は潔くリベラルの政党と協力しましょうと。首相のトゥスクは市民プラットフォームという中道リベラル政党に所属してるみたいですね。ありがとうございます。そうですね。ポーランド頑張ってほしいですね。ようやくそのなんかリベラル派の人が首相になったので大変だったみたい。10年ぐらいだからね右翼支配が続いてましたからね。はい。右派なんて取り込んだら反動になるに決まってるんですよって
そうだからね、やっぱ野田さんがやめるべきだと思うんだけどなということを小声で最後に言っておきます。やっぱつれはさこガラスです。菅直人さんの認知症の記事は読んでて辛かったですっていうね。いやー悲しいですよね。菅さん自伝書いてほしかった。まあ今ちょっと難しい状態なんだと思いますけどね。やっぱり震災の記憶をねよく覚えてた人がいなくなってしまったというのは悲しいなと思います。はい。ということで、いろいろすいません。中道派の人もいると思った中で、結構多いこと言ってしまいましたが、ちょっと今回の配信は、大体これで終わりなんですけど、最後ですね、先ほど、ポピュリズムの話をしたところで、左翼的な理念っていろいろあるじゃないですか。平和とか人権とかね。そういった概念をやっぱり理解されづらい中で説明するにはどうするかっていうことをですね、最後にお話ししたいと思います。先ほどツイートで示したように、平和とか国際協調とか差別反対とか人権って分かりづらいじゃないですか。分かりづらいし、なんかね、言ったら、お前らは抽象概念を理解してるからみたいな感じで、認知反エリートと言われる、人たちにね、さっきの、ピーター・ティールみたいな人にからすると、なんか平和ボケしたことを言ってるとか、お花畑だとか、ね、上から目線だみたいなことを、我々言われるわけですけど、そう言わせないためには、やっぱり実践あるのみだと思います。アイヌとマジョリティ、差別に抗うのは誰かということで、KY する山崎裕二監督の新作なので、これぜひ、TVer とかで見た方いると思うんですけど、ぜひ見てください。今、2週間ぐらいですね、無料で、配信してらっしゃるらしいんです。私撮ったの移民でも普通にモザイクなしで札幌のね反移民デモがですね撮影されていてちょっと笑っちゃったんですけどですね札幌の活動家の方々の話とか春眠りさんのライブの話とかですね徹底的に取材されてましてね素晴らしい内容になってますんでぜひとも見てください。札幌でね最近上田市長亡くなられてしまいましたけれどもどういう、運動が行われてきたのかっていうところがですねドキュメンタリー形式でよく表されていると思います。だから正直ね実践なんですよね必要なのは。差別反対とか口では私も言いますけれどもそれだけだとなかなか理解されない。どういうことが差別に反対するかっていうこともですね理解されなかったりするわけじゃないですか。でもこうやってプラカードを持ってですね人々の目の前に現れてればとりあえず差別が反対してる人間がこの世にいるんだっていうことはそんなこと思っても見ない人たち周囲に差別主義者しかいない人たちにも示すことはできるわけですよね。だからやっぱりデモとかプロテスト行動ってすごく大事だと思うんですよ。で、このマーク・ウィンチェスターさんと教授とかですね、ですね、アイヌヘイトパネルの前で、アイヌへのヘイトスピーチがいかに有害かみたいな講演をですね、したりとかですね、すごい言い方なんですけど、こういうね、実践的な活動を、することによって、実際に差別に反対している人間が、この世界には存在して、こういうね、知識とかね、いろんな別の見解もあるんだよっていうことをですね、だから目の前のことしか信じない人っていうのが多いんだと思うんですけどそういうポピュリストの人とかって多いと思うんですけど実際に目の前にいる人にも伝えられるっていうところでですねはいもちろん古典的な手段でそれだけではね難しいところもあると思うんですけどやっぱり非暴力実践行動をするっていうのはとても大事なことかなと思いますということでですねはい大統領今ポーランド大統領トランプと仲いいんだ。それはちょっと懸念材料だなそうですね。菅直人さんは分かってたんでしょうね。はい。いや本当は回顧録ね書いてほしかったですよね。高市さんが誰なのか分かんないんだ。そっか。でもそうですよね。頭お花畑みたいなこと何かにつけて言われるんだけどね、あなた方に言われたくないって感じなんですよね。だから現実をちゃんとまっすぐに見てたら、ね、
もちろんそういう認識にならないっていう人たちだって、陰謀論に走ってるようなタイプの人たちは現実見てないじゃないですか。目の前のこと見てるつもりになってるだけで。そういう人たちには言われたくないですよね。うん。そうですね。上から目線のつもりはなくても、抽象的なことを言うと、そういうふうにね、なんか難しいことを言ってるみたいに思われがちだと思います。なので、目の前に出てきて具体的なことを喋るっていうのはね、やっぱ結構効果的だと思うんですよね。はい。ついさっきこれ見ました。ありがとうございます。2週間無料で見れるそうなんで、ぜひとも皆さん見てみてください。はい。タイムさん、こんからです。来ていただいてありがとうございます。TBS のですね、アイヌとマジョリティ、差別に抗うの誰かという番組、こちらではね、流しませんけれども、2週間無料で見れるそうなんで、ぜひともチェックしてみてください。いや、ほんとね、アイヌ系のデマにね、マーク・インチューサーさん一人で戦ってますからね、すごいんですよ、この人。っていう行動力すごい。もちろんね、専門家なのでね、流暢に説明もされるわけなんですけれども、すごいですよ。ですね、縄文人さんとかね、もちろんアイヌヘイトデマにね、在野の研究者の方々とかね、いろいろ抵抗している方々たくさんいらっしゃるんですけれども、はい、ですね、ウィンチェスターさんですとか、こちらにも出てらっしゃるですね、他の、専門家の方ですとか、いろんな方がですね、これ、保守的、保守、日本保守党のね、百田直樹の仲間の小野寺勝っていうやつが関わってるパネルなんですけど、こういうヘイトパネルをね、札幌の地下道に掲示したやつらがいるんですよ。で、わざわざね、北海道の昔の差別的な法律とかをね、商用するようなことを、言ったり、とんでもないことをしてたんですけれども、それをね、直に批判しに行った人たちがいるっていうことですよね。はい。ですね。お花畑作るのってむちゃくちゃ大変なんですよ。水やりすぎてもダメになるし、適度に浴びなきゃいけないし、そう。差別に反対するのだって楽じゃないんですよ。ね、こういうプロのミュージシャンの方がですね、一生懸命ですね、歌を作ってですね、それでも伝わらないことは伝わらないんですから、はい、舐めないでいただきたいですね。はい。そしてですね、日本最難関の灘中学の国語の入試問題でガザ地区のパレスチナ人の子供の死が出題されました。ということで、灘中がですね、ちょっとびっくりしたんですけど、原口翔平さんっていうパレスチナ連帯活動家の方が訳したですね、パレスチナ、在米パレスチナ人の、方が作ったですね、詩なんですけれども、をですね、問題として出題されました。これは素晴らしい取り組みだと思います。で、詩なんですけども、ちょっとすごくね、もう涙が出てきてしまうので、あまり読めないんですけど、ママの足にもママとパパのお名前を書いて、そしたらみんな私たちは家族だって思い出してもらえると。で、これがどういう意味があるのかっていう、この抽象的なね、表現っていうのがどういう意味があるのかっていうのを考えるっていうね、やっぱり作業がね、必要だと思うし、これを考えさせるのがこういう文学作品の力だと思うんですよね。で、当然ね、知らない方もいると思うので、灘中学は解説してるんですけど、ガザでは自分や子供たちが殺されても身元がわかるように、子供の名前をその足でね、サインペンとかで書いてるんですよ。そのことを歌った詩です。はい。だからね、これね、灘中を受験したね、子供たちがどういう感想を抱くのかは分かりません。分かりませんけど、少なくともですね、日本とね、遠い国だから関係ないとか、なんか、ね、外国の飛行機が墜落したけど、日本人はいませんでしたからよかったですね、みたいなね、そういうことはね、言い出さないんじゃないかと思うんですよね。だから抽象的に考えれば、子供に対する暴力なんですよ。で、子供に対する絶対的な虐殺の暴力がですね、行われたわけですよね。しかも2023年、2025年、2026年、この今の時代にこういう行為が行われたわけですよね。だからそのことの意味っていうのを分からないといけないし、それことを分かるっていうのが、こうやって文学であったりとか表現の力だと思いますので、はい。灘中でですね、これ過去問になってずっとね、残るっていうことなんですけれども、出題した方は素晴らしいと思います。はい。
ですね、保守党から小野寺出るんですかね。まあ私反対しに行くかな。本当に懲りないですよね。まあ何回も落選してるけどしつこいんですよ。はい。奈良中学は性教育もされてるんですね。ただの難関中学じゃないんですね。やっぱ素晴らしいですね。はい。奈良中が使ってる社会科の教科書も歴史問題に触れてます。あ、そうなんですね。この詩は名古屋でパレスチナ店でピアスを買った際、商品の袋に印刷されてました。あ、そうなんですか。すごいな。それは捨てられないですね。しのごの言わずに解いてみればいいんだと。本当に素晴らしい取り組みだと思います。入試問題にこういう問題を出すのはいいと思います。日本だったら戦中に読まれたであろう詩を今読むという重大さを考えるためにもいい題材ですね。はい。思いますね。やっぱり遠い国の話と言われがちですけれども、現在進行形でジェノサイドが起きているということの重さをですね、やっぱり想像できなくなってる大人が多いとしたら、それこそ大問題ですよね。だって中学生だってちゃんと理解できるんだから、抽象思考をね、ちゃんと勉強すればですけど、理解できるはずの話なんだから、やっぱりそれを考えないっていうのは怠惰じゃないかなと思います。そうなんだ。藤沢和樹さんって、そうですね。なんかレオリベ系のアカウントですよね。確か。なんでこの方でもパレスチナ取り上げてくれたんだっていう、ちょっとびっくりしましたね。はい。地面も海も空もつながってるんですが、対岸の火事なんて本当はどこにもないですって。いや、その通りですね。だからトランプが今このように世界を破壊している中で、いかに、ですね、抽象的な考えを巡らせて、自分事として考えられるかっていうところがね、問われてるんじゃないかなと思います。で、最後に、パレスチナのね、伝説的な詩人であるダルウィッシュの、詩を読んで、ちょっと短いんですが、終わりにしたいと思うんですが、戦争は終わるだろう。指導者たちは握手を交わすだろう。老いた母は殉教した息子を待ち続けている。妻は愛する夫を待っている。子供たちは勇敢な父を待っている。誰が祖国を売ったのかは私は知らない。だが誰がその代償を払ったかは知っている。ということでね。まあ、ダルウィッシュってね、パレスチナのそういう、昔の有名な詩人なんですけれども、だからずっとこういう状況なんですよね。パレスチナって。誰がその代償を払ったかだけは知ってるんだと。で、このね、いつ終わるか知らない抑圧が、ですね、人間に何をもたらしているのか、パレスチナに何をもたらしているのかもよーく自分たちは分かってるわけですよね。分かってるけど、まあ指導者たちはそれに関係なく握手を交わしたり、なんかね、ガザの利権がどうとかっていう話を相変わらずしているわけですけど、その代償は常に我々とかですね、弱い立場の人間が支払わせされていると。まあその構造っていうのをね、やっぱり理解するには、政治とか社会っていうのを抽象的に、考えるっていう作業が必要だし、そのためにはですね、詩とか文学の力ってとても、有用だと思うので、あんまり有用性で考えたくもないんですけれども、はい、そういった思考の訓練っていうのもね、とても大事なことじゃないかなというふうに思いました。はい。ということで、本日の配信は以上となります。よかったら、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひお願いいたします。最近ですね、ちょっとチャンネル登録者数が伸び悩んでいるので、よかったらですね、宣伝等していただければ、とても嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。そう、もうずっと何十年もね、パレスチナに対する弾圧は続いていまして、まあ、ここ数年の話ではない、イスラエルが建国されたその時からですね、ずっと続いている問題なわけですよね。はい。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対ということでありがとうございます。拡散頑張ります。ありがとうございます。いやー、ザハチャンネルなかなか伸びないですよね。ただ、どうなんだろうな。でも伸びてる人は伸びてるからな。ちょっと私のやり方がちょっと問題があるのかもしれないけど。まあちょっといろいろね、考えてはいるので、手段をね。ですね。あ、1880、嘘少し増えた。ありがとうございます。ありがとうございます。選挙中継とかしたら新規来るかも。あ、そうですね。そうだろう。そうですね。選挙中継、いつも開票はね、同時にやってるんですけれども、次2月8日か。2月8日ですね。はい。
ですね。だからね、そうですね、選挙中継とかね、なんか、もし自分が、行ける範囲で行けたらですね、やってみたりとかしてみたいですね。ありがとうございます。はい。今後もね、いろいろチャレンジングしていこうと思っております。はい。ということでありがとうございました。今週の予定なんですけれども、金曜日はですね、先日、いろいろ、大変申し訳ございませんでした。皆さんにちょっとご心配ご迷惑をおかけしてしまったんですが、烏丸トークスペースという企画、他の、方とですねお話しするっていう企画を今度は、ディスコードであらかじめですねお話しするお相手さんをお呼びさせていただいて、ちょっとその方々とお話ししようと思っております。さあ、誰が来るのか、お楽しみにしていてください。ということですね、金曜日はそういう企画をやろうと思ってます。土曜日はですね、引き続き、次で最終回かなと思いますけど、ペーパーズプリーズというですね、ゲームを音花風花さんと一緒にやらせていただきたいと思ってますんで、よかったらチェックの方お願いいたします。はい、ということで、皆様今日も遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。はい、ディスコードでございます。よかったらね、なんか私と喋りたいんだけどっていう方は今後もね、そういう企画定期的にやっていこうかなと思うので、DM とかね、何かしらメッセージ希望とか送っていただければ、はい、そうですね、やっぱり前回はね、ちょっと承認制にしなかったのが失敗だったので、やっぱり事前にね、お話しさせていただく方はですね、お声かけさせていただくっていう方針にしようと思ったんで、よかったら気軽にお声かけてくれればということでですね、はい、週末もよろしくお願いします。お疲れ様でしたということでありがとうございます。ということで皆様ありがとうございました。またよろしければ、チャンネル登録として、見に来ていただけると嬉しいです。アーカイブの方も、よかったら気軽にコメント等ください。では皆様お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。